はい、もしもし皆様、こんばんは。ライと申します。はい、今回も、私の作りました。R15 ヤンデレ乙女ゲームサイコカースト。今回はですね、チャプター9からエンドまでやっていきましょうか。よろしくお願いします。ということで、毎度おなじみ、説明から入っていきましょうかね。はい。まあですね、こちらの生配信、今が第4回っていうことでね、まあ結構続いてきたよねって感じなんですけども、こちらですね、先ほど言った通り、私が作者です。はい。ということで、私、ネタバレすべて知っております。てか、なんなら生み出した側です。ということで、こっから先ですね、ゲームの選択肢出てきた場面では、皆さんに選択肢を選んでもらいますっていった感じの生配信です。はい。ということで、まあ、こちらのね、サイコカーストってゲーム、フリーゲームとして、今、ブースさんと、ノベルゲームコレクションさんと、よいしょ。あとね、もう一つね、よいしょ。お。読み方プリシーで合ってたっけなごめんなさいね。なんで、まあ出してるんですよ。ちょっとそっちのリンクは載せれてないんですけど、最近出し始めました。ウェブ上で遊べるってやつですね。で、出し始めましたよっていうので、まあ気になった方っていうかね、ネタバレ踏まずにまず遊んでみたい方はそちらから遊んでみるといいかもしれません。ということで、そのね、関係上、今回思いっきり途中からです。てか、なんなら終盤です。ので、まあもしね、一番最初から楽しみたいって方は一番最初見てからね、こちらアーカイブ残しますんで、こっち来てもらった方が楽しいかもしれません。さすがにここから来て状況を把握するのはちょっと難しいかも。まあそれでも見るよって方はぜひともお付き合いくださいなって感じですね。でですね、まあその関係上リアルタイムでチャットとか使ってもらうのでチャットの説明しますね。はい、チャットのルールなんですけども、こちら全部概要欄に載ってます。はい、チャットするにあたってのルール、初見さん、配信者さん問わず大歓迎いたします。今回参加型なんでね、遠慮せずにどんどん書き込んでくださいなということで、まあ、私以来はですね、全員初見さんの気持ちで見ています。ので、まあ、特にね、一回来たことあるからとか、そういうのは特にないので、まあね、新鮮な気持ちで書き込んでくださいって感じかな。お次、見ていて気持ちのいいコメントを心がけましょう。チクチク言葉とかうちわネタとかは、初見さんがいる場ではお控えくださいな。まあ、一度ね、その話、初見さんに通じるかどうかを考えてみましょう。で、あとはですね、ネタバレとかね、先の展開がどうなっちゃうかわかるとか、そんな感じのやつは書き込まないようにお願いします。こちらでもね、初見さんいるかもしれないんでね。ゲームのネタバレ知らずに楽しみたいって方いるかもしれませんで、そこら辺はご配慮ください。まあそれはね、どちらかというと私に対してというよりね、見てくださってる方とかね、新鮮な気持ちで見ている方の楽しみを損ねてしまうようなことなので、そこら辺お願いいたします。で、お次、稀にコメントがですね、YouTube 側で削除されてしまうことがあるようです。私が特にね、ライが消しているわけではありませんので、そういうこともあるんだな、程度に思っていただけますと幸いです。まあ、諦めないでくださいって感じですね。他疑問点等ございましたら、お気軽に聞いてくださいなと。でですね、もう選択選んでもらうって感じなんで、特に選択の指定がない場合、意見がまとまらない場合とかは、私、ライがダイスで決めていきたいと思います。よいしょ。ダイスは、よいしょ。ごめんね、マイク入れたね。ダイスこちら。聞こえるかな？はい。ということで、まあ、これね、今までありがたいことに一度も使ってませんがね、もしまとまらない場合は、私が運で決めます。ちなみに、奇数が上、偶数が下でいこうかと思います。よろしくお願いします。でですね、まあ、だったら作者のライは何をするんだって話なんですけども、はい、朗読担当です。私基本的にこのゲーム内のやつを読むって感じ。なんで、ね、できる限りコメントとかも控えめになっちゃうかもしれませんが、まあコメントいただけるとね、ちょくちょく感想とかね、お答えとかさせていただこうかと思いますんでね、もうぜひコメントください。チャットくださいって感じです。ということで、あとはですね、もしこちらのゲームのネタバレというかね、もうすでに全クリしてくださったよとかいう方に来ていただいてとても嬉しいんですけど、そういう方々も選択肢選び参加していただいて構いません。ね、多数決なんでね、構いません。
ただし、まあ、先の展開ネタバレとかは、お口チャックでニヤニヤしながらライと一緒に見守りましょうって感じです。よろしくお願いします。そういった感じがチャット欄についての説明かな。こちら全部概要欄に載ってるんでね、気になったら確認してみてください。まあ、あとね、気になったことあったら、まあ、お気軽に聞いてください。アットホームな感じでいこうかと思います。いつものことですが、ゆるいです。はい。ではですね、お次、こちらのゲーム、今回ね、最終盤ってことで、マジで注意喚起やばいことになってるんではい、もう注意喚起させてもらいましょう。ということでですね、はい、まあね、何度も言っておりますが、本作は R15 ヤンデレ乙女ゲームです。実況動画は生配信でのご利用は可能ですが、15歳未満の方はプレイ視聴をお控えください。本当に、今回マジでそう。なんで、もうご注意ください。ゲーム本体の複製、無断配布販売、ゲーム内装やお素材の複製を固く記じます。では次。本作は R15 ヤンデレ乙女ゲームです。以下の要素を含みます。今回特に含みます。グロテスク、エロティックな表現。登場人物の過激な発言行動。恋愛観、倫理観の歪んだ残酷の展開。プレイすることで不快感を覚える可能性がございます。本作品はフィクションです。実在の人物団体とは一切関係ございません。ということで、お願いします。もう今回ほんと、最終盤だからほんとそうだから。こっからちょっとね、注意してください。多分やばい。ということで再開していきましょうかね。ちょっとね、これ私も勇気いるんだ。じゃあ続きから言っていきましょうか。やるからには本気でやりますからね。ということで、まあ、前回チャプター8からなんで、まあ、今回チャプター9からいきますよ。よし。よろしくお願いします。ということで、嫌なチャプターからですね。ということで、チャプター9、赤座、嫌がらせ。そうして、ある雨の日のことだった。4限目の体育の終わり、私は先生にコートの片付けを言われて、少し遅れて帰ってくると、野島さんたちの声が聞こえてきた。来ていただいてありがとうございます。お待ちしておりました。嬉しい。ということで、ちょっと嫌なチャプターから行きましょうか。うざくない？四つ森夕日。その会話から、私の名前を拾ってしまって、胸が凍るような思いになった。私。思わず立ち止まって、教室から見えない場所に隠れてしまう。嫌な予感がして、聞きたくなんてないのに、耳は声を拾おうとしてしまう。クラスには、ほとんどの女子がいて、中には修学旅行で同じ班になった夏目さんと渡辺さんもいる。ザーザーとしているのがわかる。ねえ、赤座が構ってくれてるからって調子に乗ってるんだよ。もう振られてるくせに。これ以上聞いちゃダメだ。そんなことわかってるのに、ボケない。胸の奥がナイフで刺してえぐられてるみたいにズキズキと痛い。そうだよね。赤座も気にしすぎなんだよ。四つ森さんがクラスで浮いてるからって赤座が構う必要なんてないのにね。マジで王子様って感じ優しすぎでしょ。中からかしましい笑い声が聞こえてきて耳を塞ぎたくなる。でも赤座もかわいそうだよね。あんな芋女の面倒を見ないといけないとか。ようやく足が動くようになって、私は逃げるように女子トイレへ向かっていた。個室でしゃがみ込めば、ぶわっと目が熱くなる。なんで。
クラスに戻りたくない。あんな空気の中、お弁当を食べるなんて無理だ。でも、まだ体操服のままだし、保健室とか。ぐるぐる考えても答えは出ない。ふと、そんな時に頭に浮かんだのは、相馬くんの顔だった。相馬くん。顔が見たい、会いたい、声が聞きたい。助けて、ほしい。泣きそうになりながらも、足は美術準備室に向かっていた。扉に手をかければ、やっぱり今日も開いていた。ゆっくり開けば、やっぱりそこには彼がいた。おう、久しぶり。この時間に来るの珍しいね。その顔を見た瞬間、どこか安心してしまって、ボロボロと涙が溢れてしまった。どうしたの？急に。その問いかけに何も返せなくて、呼吸すらうまくできない。そんな私の頭を相馬くんはポンポンと撫でた。驚きすぎて目を丸くして固まってしまう。相馬くんがこんなことするイメージがなかったから。そのまま相馬くんは私の髪を手で整えるのようにして撫でていた。何があったか知んないけど、泣いていいよ。彼の優しい言葉にまた目が熱くなるのを感じながら、そのぬくもりに寄りかかってしまった。ということで、ちょっと短いですが、チャプター9、赤座、エンド、トゥビコニード、先導推奨しますという、なかなかな始まり方でしたね。はい、セーブしましょうか。いやー、しょっぱなこれスタートというね。かわいそうだよ。ということで、次、続き行きましょうか。ちなみに、一応言っとくと、このチャプターが短いのがね、チャプター9で赤座の方のやつですからね。まあ、ほら、彼のルートに行くともっと長いです。ということで、はい、再開していきましょうか。ね、頭ポンポンしてくれるのをメロ。ね、あいつそういうことするんですよ。ずるいから。では、行きましょうか。チャプター9、相馬、絵のモデル。憂鬱な気分で、また訪れてしまった。美術準備室は暗くて、けれど今日も相馬くんはいた。また来たんだ。ごめんなさい。こんなんだもんなんだもん。これカップケーキ、昨日作ったやつ、毎回お邪魔させてもらってるから、相馬くんもどうぞ。最近は私もここに入り浸ってしまっている気がする。教室にいたくなくて、お昼休みも放課後も逃げるようにここに来てしまっていた。というのも、私はクラスの女子にいじめられていた。無視されたり、最近は陰口を私に聞こえる声で言われてしまう。包装したカップケーキを差し出して、でも私の気分はどんどん沈んでいく。私も教室に行かずにずっとここにいたいかも、なんて、そんなずるいことを考えてしまう。この場所は空気が穏やかというか、相馬くんと話していると、不思議と気持ちが落ち着く気がするのだ。相馬くんのまとう空気が、どこか静かで泣いでいるからだろうか。お兄さんの話題を振ると怖いこともあるけれど、特に何も言わなければ、彼はいい話し相手になってくれる。私の知らないことを知っているし、絵についてとか、意外と面倒くさがらずに教えてくれる。相馬くんは、私の差し出したカップケーキのラッピングの袋を受け取ると、少し微笑む。
毎度ありがとう。それに、私が何かすると、毎回ありがとうって伝えてくれるし、きついことを言うこともあるけど、絶対に嘘はつかないんだよね。相馬くんは甘さ控えめなスイーツが結構好きなようで、砂糖を控えて作ったスイーツを持ってくると、よく喜んでくれる。そんな彼と、この美術準備室で話す時間はとても心地よくて、最近は、ほぼ毎日通ってしまっていた。あと、ここに来るのだけど別にいいよ。この部屋は正確には学校のもので、僕の部屋ってわけでもないし、毎度僕にお伺い立てなくてもいい。ありがとう。いてもいいって言ってくれてるんだな。相馬くんはそうしてなんてことないようにデッサンしていた鉛筆を置いてカップケーキの包装を解いて口に運ぶ。美味しい。ゆひちゃんって料理うまいよね。そのなんてことない言葉が胸にしみる。思わず泣きそうになってしまう。それが伝わったんだろうか、ちらっと相馬くんの目が私を見た。何かあったの？ああ、なんでこの人は人のこと見てない風でこういうのに気づいちゃうんだろう。クラスも学年も違うし、相談相手になってくれるかもしれない。そう思ったらポツポツと話を始めてしまった。ゆひちゃんはさ、なんで自分がいじめられるか考えたことあるわけ？原因とかは？ポクンとうなずく。なんとなく理由は察しがついていた。きっとそれは嫉妬なのだろう。赤座くんはクラスの王子様だ。そして野島さんたちもおそらく赤座くんが好きなのだろう。そんな中で私みたいなのが気にかけてもらえている状況がきっと気に入らないんだ。それをポツポツとだけど伝える。相馬くんはカッターナイフを器用に使って鉛筆の先をピンピンに尖らせて削っていた。前デッサンは尖った鉛筆じゃないとできないからって言ってたっけなんてふと思い出す。大変だね。クラスの人気者に構われると。その人気者に迷惑だって伝えたら？そう言われて首を力なく振る。言われても赤座くんは私を善意で気にかけてくれてるのに迷惑だっていうの申し訳ないというか。言えばいいのに。そうなんてことないように言う。相馬くんに苦笑いが漏れる。相馬くんなら確かに言いそうだな。すると相馬くんは削りかけの鉛筆をイーゼルの出っ張った部分に置いて私に手招きしてきた。ね。こう燃えてる時に優しい言葉かけられたり気にかけたりしてくれたら落ちるよな。落ちちゃいますよね。ちなみにそういえば注釈入れてなかったなと思いまして。イーゼルってまあ簡単に説明するとキャンバスを置く台、よく3本足で立ってるやつ、あれですね。あれがイーゼルです。ね、まあよく絵とかが飾られてる時に使ってたりとか、最近だったらインテリアとかにもあるね。100均とかにもちっちゃいイーゼルとか売ってたりしますよ。っていうのがイーゼルでした。そういえば注釈入れてなかったなと思いまして。ということで、はい、再開していきましょう。ねえ、ゆひちゃん、こっちおいで。手、貸して。言われた通りに彼に近づくと、座っている相馬くんを見下ろす形になる。そうして言われるがまま、右手を彼に差し出せば、すっと手をつかまれ、彼の口元に運ばれた。
と。一瞬のリップオンとともに中指の付け根にキスが落とされる。一瞬理解ができずフリーズしてしまったが、状況を察した途端に顔が一気に熱くなった。いい反応。これで今は僕のことしか考えられないでしょ。そう相馬くんはもう片方の空いている手を私の頭に添えると、ポンポンと軽く撫でた。別にここにいていいから。ゆうひちゃんは特別ね。微笑みながらの言葉にユンと胸が高鳴ってしまったのが分かった。特別って、それにキスなんてずる。そんなことされたら誰でも意識しちゃうって。わずかに触れただけなのに柔らかくぬるい相馬くんの唇の感触がまだ消えてくれない。それなのに相馬くんはまたいつもの何考えてるかわからない顔に戻って鉛筆を削り始めた。私ばっか意識してるみたい。はい。ここもあえて何もコメントせずに行きましたが。ね。もうこういうことしてくるからね、こいつ。あ、こんばんは。ありがとうございます。来ていただいて。そういうとこだよ、ソマ。ソマに対しては本当にそういうとこだよしか言ってない気がしますね。そのまま、よろよろとソファーに腰掛ける。恥ずかしくて頬に触れる。心なしか、いつもよりも熱い。むっとした目を相馬くんに向けてみても、そういう視線には気づいているのかいないのか、反応してくれない。ずるい。でも彼の言った通り、今はいじめのことなんて考えられなかった。相馬くんのことばかり頭を回る。ぼふっとソファーに身を沈めて目をつむる。恥ずかしさで変に歪みそうになる顔を手で隠す。もう。ソファー、やっぱりふかふかで気持ちいいな。ソファーに身を預けていると、だんだんと眠くなっていくのが分かった。最近よく眠れていなかったせいもあるんだろう。あくびを噛み殺す。ね、ずるい男。ほんとそう。ずるすぎて、顔ないな顔ないなった。あららら、顔がなくなっちゃったか。いやでもこの状況で眠たくなっちゃうひろいちゃん、そこそこ肝座ってるような気がするけど。自己全部持っていかれちゃうよー。ねえ、相馬のことしか考えられない。ずるい男ですよ、本当にこんなことするから。ね、自覚あるのかいないのか。眠いなら寝ていいけど。彼の言葉が耳に届く。じゃあ、言葉に甘えて眠らせてもらおうかな。意識がどんどんと薄れていくのがわかる。抗わずに心地よさに沈んでいった。このあたりで、ちょっと一応ね、ひろいちゃんこの状況でなんで眠たくなっちゃうのだけちょっと説明だけさせてもらうか。これだと、今のままだとひろいちゃんめっちゃ眠たくなってるだけの子になっちゃうからね。ねえ、ヒロインちゃんね。寝れてなかったんですよ。いじめのせいで。さしてあげてくださいということで、はい。確かにあの後に眠くなっちゃってるのかなり肝座ってる。まあね、肝座ってるところもあるんですけどね。彼女ね、今ちょっと学校でひどい状況だからちょっと寝れてないんですよね。かわいそうなことに夜ね。っていうのがあるんですよ。ほんとかわいそうごめんね、そんな状況に追い込んで。私なんだけどね。ごめんね
はい、ということで再開していきましょうか。ね。ああ、僕が言ったんだけどさ、マジで寝てる。前、油断しすぎって言ったんだけどな。さすがに良くないか。いや、でも、前後が逆になるだけか。責任なら僕が取るから問題ないし。どこまでなら起きないかな。ふわふわと波打つような光に意識が浮上していく。おはよう、ゆうひちゃん。目を開いて、すぐそばに人形のように端正な顔があって、一瞬まだ夢の中なんじゃないかと思う。うわ、うっさ。ごめんなさい。まとまらない頭で、これまでのことを思い出す。そうだ、私、あのままここで寝ちゃって。窓の外を見れば夕焼け色で、相当な時間寝ちゃっていたことがわかる。午後の授業、もしかしてサボっちゃった？一気に血の気が引くのがわかる。学校にいるのに、こんな不良みたいな授業のサボり方するのは初めてだった。服を見てみれば随分と着崩れているようで、ネクタイとかも緩んで変な形になってるし、恥ずかしい。どうして起こしてくれなかったの？そう聞こうとして、そんな責任相馬くんには一切ないことを思い出す。相馬くんを見てみれば、まだ耳を押さえて、薄く開かれた目が私に向けられた。ああ、うっさかった。鼓膜破けた。え？なわけないじゃん。冗談だっての。焦りすぎ。よく寝てたね。気持ちよかった。そう笑い混じりに言われて、顔がぼっと熱くなる。それはそうなんだけど、ふかふかで気持ちよかったです。正直だね。そうまた笑われて、恥ずかしさに深えため息を吐いてごまかす。こんなはずじゃ。ああ、じゃあ、その代わりなんだけどさ。ゆうひちゃん、今度の金曜僕の家に泊まりで絵のモデルしてくれない？おお、困惑してる。いや、泊まり？うん。学校帰りでいいよ。その日僕の家僕しかいないし、描きたい絵があるんだよね。僕しかいないってことは、二人きり？突然のお誘いに目を白黒してしまう。赤犬の選択肢は重要な選択肢です。ということで来ましたね。選択肢1個も重要な選択肢でございます。ということで、またもやちょっとタイマーかけましょうか。ということで、こちらチャット欄でお好きなやつ選んでください。多数決です。ちょっと待ってね、時計起動させて。5分タイマーかけますね。はい。はい、ちなみに、じゃあ、一択と被った場合は、またダイスで、もう今まで使ったことないですから、ダイスで決めます。ということでね、いろいろコメントしていただいたのに反応していこうか。ね。もういっぱい眠りなね。あ、これはちょっとヒロイちゃんの状況に対してかな。ね、ヒロイちゃんかわいそうなのよ、いじめで。
いじめで寝れてないからさ、いっぱいね、相馬くんの前は安心しちゃったんだ。そうなんだよね。ていうか、相馬くん謎のなんか癒しパワーというかね、相馬くん謎の落ち着いた雰囲気を持ってるからね。癒し力高い、実は。不穏な気配を察知。さっきのシーンかな。ね、何されてたんでしょうね。相馬くんが何をしたのか気になって私夜眠れません。あららら。不眠になっちゃってね、なんか服とかね起きた時着崩れたしね、何したんだろうね。ね、ちょっとそれはまた今後ねなんかで出したいな。何したのかちょっとあえてそれは私の口からではなく、なんかまた後でね別のやつで出したいなとか思ってます。ただまあ人に言えないことしたな確か。甘い顔をするのは軽率に惚れるね。惚れちゃっていいんじゃないですか。沼っちゃやばい男だけどね。ギャップすごすぎて心臓がブラジルへ行った。もう今度はブラジルですか。なかなかですね。もう全国世界各地を旅行できますね、心臓だけで。心臓だけで行ってるからあんまり旅行の醍醐味味わえてないんだよね。ってことでなあね、選択肢といたしましては黙ってうなずくか考えさせてくださいですね。どっちか選んでみてください。ね、お泊まりですね。ね、もう僕しかいないしとかなかなかのこと言ってるけど。学校帰りに泊まり行こうぜってね。なんでね、チャット欄でお好きな方にね、こっち選んでください的なことを送っていただけると、まあ、多い方選びます。ちなみに残り時間はあと2分40秒ぐらい。です。ねえ、相馬くんね。さっき何やったんだろうね。これね、ここね、問題のね。責任なら僕が取るから問題なし。どこまでなら起きないかな、じゃねえのよ。ね、うなずいちゃうか考えさせてくださいか。まあ重要な選択肢なんでこちらエンドに関わってきます。待って、男ね、ほんとずるいのよね。軽率にね女の子の心を持って遊ぶような行動をするからさ。しかも少女漫画みたいなことやってるけど結構様になってるからね。美形なおかげで。てかね、ここまででね、結構スチール出てるからさ、お話しさせて、まあ雑談させていただくんですけど、ちょっと待ってる間ね。相馬のスチルってさ、全体的に顔近くないって毎度思ってた。自分で用しながら、あれ、またこの構図かっていうのが結構多くて、あれ、また、この構図前もやったなっていうのが。こいつ毎度ね、顔が近いのよ。考えさせてくださいで。モデルとはいえ心の準備とか必要なのでね、瀕死になってらっしゃるね。大変だ。じゃあ今下に1票、考えさせてくださいに1票入りました。残りは、40秒もうちょっとですね。ね、今のところ下です。残り30秒。ね、本当にね。でもね、なんかごまかされちゃいけねえよ。こいつね、ものすごい甘ったるいだけでなかなかやばいことしでかしてるからね。今までも。時間になりましたね。ということで、はい、下ですかね。考えさせてくださいの方で行きましょうか。わかりました。では、そっちで行きましょう。よいしょ。ちょっとお水だけ飲ますね。では、行きまーす。考
えさせてください。そんな急に言われても頭が整理できない。だってそれって男女二人でのお泊まりだよね。それってお泊まりデート。そこまで想像してふわっと顔が熱を持つ。ダメてか顔赤くなってる。何？お泊まりにエッチなことでも想像した？違う。からかうように言われてさらに顔が熱くなる。慌てて訂正したけど、そのせいで本当にそういうこと想像していたみたいな雰囲気になってしまった。恥ずかしい。エッチなこと考えてないんだったら泊まりでも何も問題ないでしょ。僕からはしないし。そういう問題じゃ。じゃあどういう問題？絶対からかわれてる。ニヤニヤしながら聞いてくる相馬くんは確実に私で遊んでいた。今決めてよ。こっちも準備とかあるし。僕はゆいちゃんを描きたいんだけどな。そう言われると弱い。ねえ、どうするの？モデルしてくれんの？くれないの？僕、ようやく満足できる絵が描けるかもって思ってるんだけど、協力してくれるって言ってたのにな。そこまで言われてしまって思わずうなずいてしまった。わかった。やりますから。約束ね。忘れないでよ。すごいことになってしまった。相馬くんの家に泊まる急な展開に頭がまだ追いつかない。まだ一緒に遊びに行ったことすらないのにハードルが高すぎる。もうちょっと段階を踏んでとか。いや、そもそも相馬くんのことだからそういう風に考えてないかもしれない。相馬くんの身にまとう余裕な空気に私だけ想像して恥ずかしがっているようでさらに顔が熱くなる。たたまれなくて荷物をまとめ始めた。とりあえず今日は帰ろう。後のことはまた後で考えよう。帰るの？お騒がせしました。またね、ゆひちゃん。ずるいですよね、本当にね。ねえ、ここら辺でコメント対応させてもらおうかな。こいつ、もうほんとね、何なんだろうね、さっきのね、本当にね。僕からはしないし。ね。僕からはしないしってわざわざ言ってくるってよね。絶対楽しんでるよ。こういうダメって言えないような言い方してくるのほんとずるい。ね。この甘え上手め、この。いたたまれないよね。もうほんとね、ひろいちゃんもつい逃げちゃうよねって感じ。ね、やってることね、やってる手法が詐欺と同じなのよ。ね、時間制限設けて、嫌って言えなくするっていう。やってることが詐欺と同じなの。手法が。悪い男ですよ、本当にね。ということで、再開していきましょう。ついに金曜日、お泊まりの日が来てしまった。相馬くんに絵のモデルになってって頼まれて、恥ずかしかったけど、認められたって思ってすごく嬉しかった。まさか、泊まりでお願いされるとは思ってなかったけど。
もしかして相馬くん、私のこと。そう期待したくなるけど、でも相馬くんのことだから、さらっと、いいモデルになってくれそうだし。とか言ってのけそうで苦笑した。朝一でお泊まり用の荷物の入ったバッグを美術準備室に置きに行く。これは相馬くんに提案されたことだった。ここは相馬くんしか使わないし、学校から直で行った方が早いから、だそうだ。でも、さすがにドキドキしちゃうな。ガラッと扉を開けると、そこには相馬くんがいた。普段よりもさらに気だるげで、眠そうに見えた。私に気がつくと、ゆるっと手を振ってくる。ああ、眠。おはよう。朝会うの、なんか新鮮。僕も普段こんな早く来ないし。おはよう。私は妙にドギマギしてしまって、そそくさとバッグを部屋の隅に置く。相馬くんがいつも通りのマイペースだから、自分だけ意識してるみたいでさらに恥ずかしい。意識しすぎ。彼の思わずといった様子の笑い声に、さらに恥ずかしくなる。むしろ、なんで相馬くんは平然としてるの？照れ隠しにじとーっとした視線を向ければ、柔らかく微笑まれた。楽しみにしてるよ。一緒に家帰るの。反則級の言葉に顔がむっと歪んでしまうのが分かった。照れすぎて、頭がうまく回らない。なんでこの人は言うこと一つ一つが色っぽいの？私、そろそろホームルームだから。そして、逃げるように美術準備室を出てしまった。チャプター9、相馬、エンド。To be continued セーブを推奨しまーす。っていうことでね。やってんな。やってんな。乙女の心の上でタップダンスっすね。そうですね。もう見事に踊っちゃってたから踊らさせてるよ。ずるいな、ほんと。ね、もうこれは分かってからかってます。ほんと、ひどい。発言が全部クリティカルなのよ。クリティカルヒットしちゃうね、乙女心にね。大変。大さんの、の言い方、毎回すごい。あ、よかった。私が好きなのよね。こんな感じの言い方ね。可愛いもん。自分で言うのもなんだが。こういうのは可愛い。ということね、一応注意しておきます。この次やばいです。ね、この次、センシティブって意味でも、精神的に来るっていう意味でもやばいので、本当に注意してください。一応言いましたからね。こっから先本当に R15 のゆえんが出てきますからね。ご注意くださいね。ということね。行きましょうか。ちょっと私も頑張っていきます。では。チャプター10、相馬、キスの味。こんな気持ちで来るなんて思わなかった。朝、泊まり用の荷物を置きに来た時には、楽しみって気持ちでいっぱいだったのに。でも、どうしても今頭に浮かんでしまうのは、クラスの女子たちの私に対してのいじめで。あいつ、視界の端にいるだけで不愉快なんだけど。いっつもぼっちでかわいそう。入れてあげる？あんなガリ弁ブス嫌に決まってんじゃん。悪口とか笑ってるのとか全部聞こえてるのに、私に聞こえる声で言わないでよ。最近は机にゴミが入ってたりとか、品質なものも増えてきた。そのどれもが
体育の着替えの時間や放課後、赤座くんのいない場所で行われる。赤座くんにバレて嫌われちゃえばいいのに。そんな醜いことを考えた私に気がついて、涙が溢れそうになって、キュッと涙腺を引き締める。それでも、なんとか学校に来られているのは、この放課後の相馬くんとの時間が楽しみだったからだ。美術準備室に着くと、扉の向こうから言い争うような声が聞こえてきた。相馬くんと女の子の声。めい。私、しゅんくん、心配。初めてこの部屋で誰かと相馬くんが話しているのを聞いた。この扉を隔てた向こうに、相馬くんと知らない女の子がいる。チクッと嫌な感情が胸に湧き上がってくる。相馬くんも彼女氏と話したりするんだ。勝手に相馬くんが話す女子は私だけだと思っていた。だって、いつも彼は美術準備室にいるし、クラスにも行っていないと言っていた。だから、相馬くんと一番親しいのは私なんじゃないかって。よく考えたら、こんなに綺麗な相馬くんを他の子が放っておくわけないのに。会話内容は扉越しで、特に相馬くんの声がうまく聞き取れない。扉を見てみれば、その戸は少し開いていた。今日は本当についてない。泣きそうになりながらも、足がこの場から動かない。隙間からなら、中を覗ける。言い合ってるように聞こえたし、もしかしたら、喧嘩しているのかもしれない。はい。心の準備はよろしいですか？ね、AED 用意しておきます。用意してね。心臓ストックしとかなきゃ、もうストックしておいて。ね、ドキドキしてね。こんないい子になんてことほんとそれな。では皆様、心の準備をしていただいていきますよ。中の様子を覗いてみれば、サラサラの黒髪の可愛い女の子と、ソファーに押し倒されるような形の相馬くんがいた。二人の距離は想像以上に近くて。その女の子の影が、相馬くんに重なる。とっさに目をそらす。でも、もう見たくなんてないのに、体が言うことを聞かない。女の子が、相馬くんの肩を押して、ソファーに固定する。そして彼女は相馬くんの顔にまた唇を近づけて、ようやく、私の体が動いた。選択です。ね、こちら重要な選択肢ではないですが。どうします？もうここまで来たら笑いしか出ないね。で、こちらはタイマーかけて、ただしこちらはちょっとね、結構きつめなんで、5分さすがに待ちます。重要な選択肢ではないですが。ということで、選択肢としては、この2択。もっと見る。この場を立ち去る。ということで、このままこの隙間を眺めちゃうか、逃げるか。ですね。いかがしましょう。本当にひどい。本当にひどい。そんなこと消すか。ね。ということで、ほんと何やってんだ、そうまあ。こんな可愛い子がいながら、何やってんだ、そうまあ。本当に。はい、ということでね。まあ、これが注意喚起の
ね、寝取りに似た描写が含まれますというのはここのせいですね。とだけ。実際どうかはね、こっから先を見てのお楽しみとはいえお楽しみなんですが、私なら立ち去ります。見たくないって思っちゃう。っていうことで、はい。この場立ち去るに一つ入りました。残りは約3分ですね。さてさて他のご意見はあるかな？他の方にお任せします。ということで、今のことは立ち去るの方に入ってますかね。本当にひどいね。本当にひどいよね。全エンド回収済みなので他の方にお任せします。うんうんうん。ねえ、ほんとね。大変だよね。衛生兵衛生兵は残念ながらいないんですよ。じゃあね。このままないのであれば、立ち去れの方で行きましょうかね。じゃあ、これくらいで行きましょうか。まだ5分経ってないんですけど、他の方大丈夫かな？全然チャット欄書き込んでいただいて構いませんからね。これに関しては本当ね、結構重要なというかね、重要な選択肢ではないんだけど、結構精神的な問題で重要な選択肢ではあるかと思うんで。ちょっとあと30秒くらい待とうかな。残り30秒です。はい。ちょっとその間に私はちょっとお水飲んだり休憩しときますね。この次やばいからね。今ちょっと龍角さんのタブレットを口の中に突っ込みました。これいいの。喋っててもね、てかこれ入れたまま喋れるっていうのでかなり便利なんですよね。もし喉やばいなって思った時で、なんかね、喋んないといけない時は結構おすすめです。はい。ということで30秒経ちました。では、下で行きましょうか。わかりました。この場を立ち去るですね。やだ、痛くない。胸の奥がぐちゃぐちゃで苦しい。なんで今日、私はこんな目に遭うのだろう。ここから立ち去ってしまおうと、扉から離れようとして。体が震えてしまって、カタッと机が大きく音を立てた。今すぐ駆け出して逃げようと思ったけど、耳に届いた声に、死が止まった。気色悪い。離れろ。出てけ、知女。え？途端に中から、女の子の甲高く下校した声が聞こえてくる。知女って、彼女に対してそんなこと言う？あんたと付き合った記憶なんてないんだけど、自意識過剰も大概にしろよ。その化粧臭い顔近づけないでくれる？僕が汚れる。最低！しゅんくんがそんなこと言う人だとは思わなかった。だからさ、早く出ろって言ってんだろ。中からドンと荒々しく何かを切り上げる音が聞こえてきた。苛立ちをぶつけるようなそれに女の子の声が弱くなる。せっかく来たのに、それに学校の備品壊していいわけ？出てけよ。中からガサガサと音が聞こえたかと思えば、カラッと扉が開いて、
女の子が飛び出してきた。動けない私の姿を見つけると、恐ろしい形相できっと一度睨んで、走り去っていく。そうして、それを追うように出てきたのは、相馬くんだった。あ、やっぱ夕日ちゃんだったんだ。誰かに覗かれてるのは気づいてたけど。そっか、夕日ちゃんだったか。その高い背で、ふらーっと歩いてきたかと思えば、私を見下ろして、胸の中に暗い感情が渦巻く。何が、やっぱ夕日ちゃんなの。胃の中が酸っぱいようで、苦いようで、くるくるして、今にも泣き出しそうだった。何を思ったのか、相馬くんはそんな私の手を絡め取る。指同士が絡み、溢れそうになった涙が止まる。さっき汗ばんだ私の手に、相馬くんの硬い手の冷たさは、どこか心地よくて、一回りも大きい手は、私の手を包むようにして、部屋の中に削り込んでいった。背後から、ガラガラ、カチャンと、扉と鍵の閉まる音がした。そう、馬くん。そのまま相馬くんは、正面から、私の体を抱きしめた。ぎゅーっと痛いくらいに締め付けられて、相馬くんの服に染みついたお香の、ほろ甘い香りに包まれる。同じのあたりに、熱く湿った息がかかり、ピクッと、全身の産毛が逆立った。夕日ちゃん。ああ、いい匂い。落ち着く。私の首筋のあたりでスーッと息を吸い込んでから、ギュッと絞り出すように耳元に落ちた声に、体から力が抜けてしまいそうになる。まるで、私のことを愛おしく思ってるだなんて、勘違いをしそうになる。ねえ、なんでこんなに甘いの？さっきの女と全然違うんだけど。あと、相馬くんの体が離れて、彼の青く深い夜の海のような、そんな瞳に視線を絡め取られた。暗く危うげな表情に、ゾクゾクっと全身が甘い危険信号を出している。あ、唇が、キスされる。さっき、あの女の子に触れていた手で、私の髪を撫でて、頬に触れて、閉じ込めて。今度こそ止まることなく、あと10センチ。赤色の選択肢は重要な選択肢です。来ましたね。ということでタイマーつけまーす。ね。はい。受け入れるか拒否するかです。心参ってるのにこれよ。もうどうしたらいいの？もう本当にね、かわいそうすぎるよね。クラスに居場所がない中追いつすぎだよな。本当かわいそう。そうなんですよね。唯一の逃げ場所だったのに。逃げ場だったのに。唯一安心できる場所でこんなことが起きて。鍵閉めました。閉めました。皆様、息してください。ねえ、はい。ねえ、ちゃんと深呼吸しましょう。ヒッヒーフ。これ違いますね。さあ、どうします？受け入れちゃいますか？拒否しますか？こちらのエンドに関わるやつですね。今度まあ、一応ここらで言っときますと、ね、
途中途中ね、こういう選択肢、重要な選択肢で落ちた後にハートのエフェクトが出る場合あるんですけど、あれ別に好感度という意味ではなく、あれフラグって意味なんですよね。ね。実は色とか違ったりするからちゃんと見てみてね。でも好感度とはまた違うんですよね。さてさて。もうシュンって男こんなことしてくるからね。ひどいよね、ほんとね。そして、こっから先はね、この選択肢選んだ後ね。うん。ほんとセンシティブになるから注意してね。ここまで来ちまったからには精一杯やらせていただくんで。真綿で首を絞めてくる男、相馬くん。今じゃないわよ。乙女心は複雑なの。秋空よりも複雑なの。そうなの、本当に今じゃない。今じゃない。なんであんなことが起きたことに、後にこんなことできるの？その精神状態どうなってるの？私は下の選択肢派です。拒否ですね。じゃあ拒否に一つ入りました。ちなみに残り2分程度。ちなみに言うと、この選択肢と次の選択肢でエンド分岐かなって感じです。ともくんは乙女心分かってないんだよな。いやね、乙女心をむちゃくちゃにするのはとても上手なんですが、乙女の気持ちは分かってないよね。どう考えても。罪な男も本当に。ねえ。ともくんのこれまでやってきたことひどいですからね。痛いけな女の子をソファーに押し倒し。迫り。いかにもキスしそうな雰囲気で冗談と言ってのけ。付き合ってもない女の子の手にキスをし。どこの国から来たんだよ。好きだけど、今じゃないんだ、相馬くん。本当にね。この状況でやることではないよね。まあね、相馬俊自体のね、考え方としては結構一貫してる部分はあるんですけどね。ヒロインちゃんの心は、今最も、脆いのよ。そうなのよ。今最も脆いというか壊れかけだからね、もう、かわいそうに。ヒロイちゃんの心ボロッボロだもん、今。もっと優しくしてあげて。優しくしてあげてというか、心臓に、なりましたね。ごめんなさいね。すごいうるさかったかな。よいしょ、アラーム。アラーム消したい。よいしょ。ということで、アラームタイマー鳴りました。5分経過しました。ということで、じゃあ拒否でいきましょうか。心の準備はいいですね。いきます。嫌だと思った。そんな、あの女の子に触れて、キスもしてた。そんな彼に、触られたくなんてなかった。キスなんて、されたいわけがない。
とっさに、手の甲を自分の唇に落ち着け、隠す。すると相馬くんは、一瞬止まった。けれど、また近づいてきて、私の手のひらに唇が押し付けられた。手のひら越しに、相馬くんの熱い呼気が伝わる。高い鼻が手のひらを越えて頬に押し当たって、それでも彼の唇はまだ離れる気配がない。とっさに反応できず、呆然としていると、手のひらをぬるっと熱い舌でなぶられて、全身、体がザーザーザーっと飛び上がった。そこで体に自由が戻ってきて、慌てて手で相馬くんの顔を押し返そうとするのに、彼はまだベロッと猫のように私の手を撫で上げて、強く吸って、その度に弱いな水音が耳に届いた。わざと、こんなに音を大きく。べちゃべちゃと、何度も何度も、彼の舌が手の溝を伝い、相回り、いつも使っている手のひらなのに、ざわざわと、自分の知らない感覚が背筋を這い回って、座り込んでしまいそうになる。変な声が漏れてしまいそうになって、耐えるように目をキュッとつむると、耐えるようにキュッと目をつむると、クスクスと、笑うような声が聞こえてきた。ちょっとしょっぱい。ゆいちゃんってこんな味なんだ。液が手のひらにかかる。そうして、ようやく離れたかと思うと、彼は王子様のように、私の指先にキスを落とした。手のひらからまだ眠られた感覚が消えてくれない。泣きそうなほどに顔が熱くて、鼻泣くような声が漏れた。やだ。なんでって、ゆいちゃんといると綺麗になれる気がするから。それに、ゆいちゃんが泣きそうな可愛い顔してたから。恥ずかしい？こんなとこ、誰にも舐められたことないもんね。ゆいちゃんの初めて僕が奪っちゃった。顔、真っ赤っかだよ。うぶで可愛い。ああ、こんなに可愛いって思うの初めてかも。それに、すごく綺麗だよ。そうやって、まるで愛おしくてたまらないものを目の前にしたみたいに、左目の縁を親指でなぞって言ってくるから、泣きそうになって、顔をゆがめてしまった。さっきのことイチャイチャしてたのに、この口で。そんな恨み事が頭に浮かんできて、つい口走る。さっきのことキスしてたくせに。おー。嫉妬したの？本当に、かわいい。僕があいつとキスしてて、嫌だった？遠からかうような口ぶりで言われて、思わず睨みつけてしまうと、相馬くんはとろけるような恍惚とした笑顔を浮かべていた。ああ、もう、抑えらんない。もう少しじらして、もっといいタイミングで言いたかったんだけど、無理だわ。僕には、ゆいちゃんがいないとダメみたい。ああ、好き。ゆいちゃん、好きだよ。好き、好き。大好き。
木をどこか嬉しそうに何度も何度も舌の上で転がして、彼はひどく崩れた笑顔を浮かべた。ゆうひちゃん、付き合おう。ずっと、僕だけのものになって。赤色の選択肢は重要な選択です。聞いちゃった、もうということで、はい、嫌だ、です。最後の選択肢です。さあ、存分に悩んで選んでください。絶命。あー、死んじゃった。なんでそんなことするの？相馬俊という男だからですね。感情ぐっちゃぐちゃになっちゃう。もうね。ほんとひどい。なんてひどい。ということで、まあもうここは本当にわかりやすいですね。彼の告白に、うなずくか、拒否するかですよ。残り4分ぐらい。はい。嫌だ。ということで、もうこれ選んだらもうエンドです。あとね、この男こういうことしてくるから。悪いやつ。悪いやつっつうかひどいやつ。ねえ、絶対タイミング今じゃないんだよ。でもね、今以外にさ、こういう感じの告白されたとしても考えても、それはそれでちょっとよ。ちょっともう遅い気がするんだよな。遅い気がするというかね。でもだってさっき実際ね、知らない女の子とキスしてたわけで。ね、それの後にね、まあでも今のタイミング逃すと、もうヒロインちゃんここ来なくなる可能性あるから、そう言うと今しかないんだけど、でも今じゃないんだよね。複雑マインドすぎて心がぐっちゃぐちゃでしたよ。ね、もうね、悩んでください、存分に。残り3分くらい。なんてひどい。だからちょっと雑談挟まっか。あんな場面を見ちゃったら、ねえ。あんな場面見なかったらね、ここね、真夜中うなずけてたのにね。残り2分くらい。ちなみに私はちょっと今ね、選択肢で隠れちゃってるけど、相馬俊のこのスチールを書いてるときに、あ、めっちゃ目綺麗に描けたって思いながら書いてましたね。相馬俊目はめっちゃ澄んでるからね、基本的に。残りは1分くらい。あ、初のダイスか。悩みな。存分に。確かにおっしゃる通り、このタイミング逃したらもう関わらなくなる可能性あるからな。今じゃないけど。ね、本当にね。今じゃないというか、もっと前に告ってくれよって感じではあるんですけど、さっき言ってた通り、こいつずるいんだよな。ね、さっきね。ちょっとログ繰り返るけど、ごめんね、ログ今見れなかったわ。ごめんなさい。消しちゃったから見れないや。じゃあ、まあ、口頭で振り返りますと、
ね、これね、もっといいタイミングでって言ってたんだけどね。今じゃないのよ。もう少しじらしてとかだったら、ね、このイベントというかね、この事件なかったらもっと先延ばしにする気だったからね、この男。本当にね、ヒロインちゃんの今のメンタル状態考えるとね、メンタル考えると、もう、この瞬間逃したらここにすら来なくなっちゃうんだよね、多分。そういう意味ではまあタイミング、それでもダメだな。そういう意味では今しかないって言えば今しかないけど、それでもダメだな。お、ということで時間来ましたが、いかがもうちょっとだけ待ちましょうか。その間私雑談で繋ぎますわよ。複雑だけど、好きには抗えないだろうから、上で。わかりました。確かに。ね、ヒロインちゃん来なくなっちゃうかもだからね。めっちゃ複雑ですが。ね、好きで行きますか？わかりました。うなずいちゃいましょうか。ということで、じゃあ時間ですので、上で行きましょうか。ね。よかったね、相馬ちゃん。ね。じゃあ、行きまーす。私も、相馬くんが好き。そう口にすれば、彼は思わずといった様子で、私を抱きしめようとした。しかし、ふとその手が止まる。ねえ、体震えてる。どうして？言われて、私の肩がふるふると震えていることに気がついた。もしかして、僕のせい？私に落ちる言葉は、想外なほどに不安げで、彼が私の肩に優しく触れた瞬間、我慢していた涙が、ボロボロと溢れてきた。頭の中に何度も繰り返されるのは、さっきの彼がキスされていた光景で、その後にこんな告白されて、悲しさと嬉しさとがぐちゃぐちゃに混ざって、どす黒くなって、感情がバカになってしまったのだろうか。嬉しいはずなのに、同じくて、涙が止まってくれない。どうしたの、ゆいちゃん。僕、何かした？ねえ、教えて。直すから。どの口で言ってるんだよ、本当に。どの口で言ってるんだよ、そのま。思い当たる節めっちゃあるだろう。すいません、つい挟んでしまいました。震えるよ、ほんとね。どうしよう。とりあえず、ほら、僕の胸貸すから。戸惑った様子の相馬くんは、私を覗き込んで、手をさまよわせてから、私の後頭部に手を据え、自分の胸元に押し当てて、ゆっくり撫でてきた。涙を止めようとしても止まらなくて、熱い涙が、相馬くんのシャツをどんどんと湿らせてしまう。それが頬に当たって、冷えていくのが分かって、余計に申し訳なくてたまらなくなった。そのごめんって、どういう意味？僕のこと、本当は嫌いってこと？好きじゃないってこと？頭上に落ちる沈んだ声に首を横に振る。ぐりぐりと相馬くんの胸に頭を押し付ける形になってしまって、ボサボサになった髪が頬にかかった。怖いよ。怖いよ。怖いよ。それ泣いちゃうよ。むしろ泣くの我慢できてたの偉すぎるよ。ね。
もう怒っていいよ。本当に怒っていい。この優しさが、この優しさが、ずるいよね。こういう時に優しくするからね。ほんとね。ごめんなさい、怖いシーンでちょっと食べちゃって。圧が強い。じゃあ、どういう意味？なんで泣くの？僕、言ってくれないとわかんないから、教えてよ。教えてなんて言われても、私自身がどうして泣いてるのかちゃんと説明できない。でも私の口はおえつの中、言葉を吐き出していた。なんで、さっきの女の子。聞き取りづらい言葉だっただろうけど、彼の耳は目ざとく拾ったようで、息を飲む音が聞こえた。何それ。嫉妬でゆいちゃんはこんなに泣いちゃうの？僕のこと好きすぎじゃん。うわ、やば。ぷくっときた。かわいい。あの女は、僕が昔荒れてた時に絡んでたっていうか、もう今は何もないから。ぎゅっと強く抱きすくめながら落とされた言葉に、さらに涙が溢れてきて、彼の胸を叩く。何もないの。キスしてた。男の子は女の子ほど気にしていないのかもしれない。でも、胸の奥からせり上がるような苦い感情がぐじゅぐじゅと泡立って苦しくて涙が溢れた。ごめん。本当にごめんね。不安にさせた。確かめたいことがあって、あいつのこと拒否んなかった。でも、すごく気持ち悪かった。僕は、ゆいひちゃんじゃなきゃダメなんだよ。僕が一番大切なのはゆいひちゃんだから、自分勝手だけど、そこは信じてほしい。相馬くんの体温が熱くて、彼がわずかに震えているのが分かった。えぐえぐと泣いてしまいながらも、なんとなく、相馬くんが嘘をついていないことは分かった。ねえ、ここじゃ誰に聞かれるかわかんないし、早く僕の家に行こう。今日は家に誰もいないって前言ったでしょ。あの女のことも、僕のことも、全部答えてあげる。おいで。頭上から落ちた優しい声に、流されてはいけないとも思ったけれど、ゆっくりと私はうなずいてしまっていた。ひどいですよね。ひどい。もうなんてひどい。もうそれしか言えないね。ね、喜ぶな。ね、喜んじゃってたからね、相馬くんね。気持ちはわかるけど、こらえるよ、さすがに。ということで、はい、再開していきまーす。こんな時でもおいでにときめく女、それが私。ときめいちゃったか、気をつけてくださいね。ということで、はい、再開していきます。みんなおいでに抗えないんだ。複雑だけど、相馬くんのおいでに抗えないクソ。一緒に行っちゃおっか。少し不安なところもあったが、相馬くんに案内されるまま、荷物を持って
私は彼の家に訪れていた。おっきい。そこにあったのは、名家という言葉の似合いそうな西洋風の豪邸だった。しかしよく見れば、屋根は赤い瓦で、和モダンな印象だ。当たり前のように歩く相馬くんの後ろを縮こまりながらついていく。なんだか、本当に夢みたい。相馬くんがキスされそうになってて、あとは思えば告白されて、恋人になれたのだろうか。相馬くんの背中を見つめ、揺れるその手に線が吸い寄せられた。現実味がやっぱりない。相馬くんにあんな愛おしくてたまらないみたいな笑顔で、好きって言われたことも、あんなキスされたことも、こうして今、彼の家の門をくぐっていることも。全部、高熱の夜に見る夢のようで、ふわふわと形をつかめない。ゆらゆら揺れる、彼の白く骨張った手に、指が伸びる。手、繋いでほしい。全部が夢のように現実味がないからこそ、ちゃんと現実だって思いたかった。そうして手を近づけていけば、パッと捕まえられた。指が絡み、つながり、その手を持ち上げられて、彼の唇に寄せられる。かわいいなぁ、本当に。私の指先に唇を落としてから、スリッと私の手の甲が、相馬くんの方にこすりつけられる。すべすべな肌に押し当てて、彼はとても幸せそうに笑っていた。ほら、行こう。何も言葉が出てこなくて、顔が熱くて、今にも涙がにじみ出そうだった。家の中に案内される。外観の通りに広く、一人では迷ってしまいそうな家だった。しかし人気はなく、私と相馬くんの出す音だけが響いている。スリッパを借りて歩いていれば、すぐふわっと鼻を撫でるような甘い香りがした。これ、お線香の匂い。焦げたような煙の匂いに混じった白檀のほろ甘い香りに元を探せば、隅の部屋の開いた障子に隠れるようにして、お仏壇の金飾りが見えた。もしかして、あれが楓さんのお仏壇。ちらっと相馬くんに目を向ければ、パチッと視線が交わった。ああ。うん。あれが楓の仏壇。手を合わせてもいい？もちろん、嫌じゃなければ。別に、いいけど。そう相馬くんは、私を仏壇のある座敷に通してくれた。広い部屋の押し入れのスペースに埋め込むような形で仏壇が置かれている。部屋に入った瞬間、鼻孔をお線香の香りが埋めた。相馬くんの服に染みついていたのは、きっとここの香りなのだ。なんか、変な感じ。ゆいしちゃんがここにいるの。ここで修正させていただくんですけどね、ごめんなさいね、ここね、名前変換がね、聞いてなかったみたいでね。これ一番最新版で更新したやつはちょっと名前変換ちゃんと聞くようにしました。すいません。澄んだような冷たい空気の中、座布団に正座で座って、仏壇に向き合う。そこには、笑顔を浮かべる相馬くんとよく似た青年、楓さんがいた。確かに顔立ちは相馬くんとうり二つだけど、
ひまわりみたいな元気な笑顔を浮かべる姿は明らかに別人だ。こうやって写真の楓さんを見るのは初めてかも。相馬くんが破いてしまったあの絵では見たことがあったけど、こうして見ているとどこか私も不思議な気分になった。ティーンと鈴を鳴らし、手を合わせて目をつむる。楓さん、お家お邪魔しています。そう頭の中で挨拶をする。けれど胸の奥にはさっきの相馬くんのことが何度もよぎって立ち上がれない。ボワンと共鳴する鈴の音に耳を傾けて頭の中でつぶやく。楓さんは相馬くんのことどう思ってたんですか？楓さんが亡くなって相馬くんはずっと恋に悩まされていたという。でもこんなに明るく笑う人がそんなこと望んでるなんて思えない。そうして祈っていると不意に彼とあの子のキスシーンが頭をよぎる。こんな時まで。泣きそうになって動けないでいると肩をポンと叩かれた。ゆいちゃん、もういいよ。ありがとう。ちなみに一応言っとくとなんかスチルがね、ちらっと見えちゃうのはなんかバグっぽいですね。これ私もどうすればいいかよくわかんなくて。ちょっとまた直せそうだったら直しますって言っただけ言っときます。なんかドキッとするよね、あれ。ほら、行こう。あの時の理由についても全部話してくれると言っていた。こうやってここで悶々と考えていたって何も始まらないのだろう。うなずいて立ち上がって相馬くんの後を追った。しばらく歩いた先、途中の廊下にあった扉を相馬くんがガチャッと開くと、そこに現れたのは階段だった。ここは1階のはずだから、もしかして地下室だろうか。地下室あるの？うん。もともとは楓の部屋。防音にするために地下にあるの。こっちの方がいろいろ話しやすいと思って。相馬くんは淡々と階段を降りて私を振り返る。楓さんの部屋、防音ってなんで？防音の地下室、少し怖い気持ちもあったけれど、相馬くんがとても寂しそうな目をしていたから、国立ツアーのを見込んで後を追った。階段の先にあったのは8畳ほどの部屋だった。家具は少ないが、部屋の隅にイーゼルが置いてあったり、キャンバスが立てかけられていたり、床には紙が散らばっていたりと乱雑な印象を受ける。上の方に一つだけ天窓があり、空が見えた。この階段が長いとは思ったが、あの大きな建物のさらに奥に、この地下室はあるんだろうか。ここが、楓さんの部屋。しかし、部屋からどこか甘い相馬くんの匂いがすることに気がついて、そう意識すると、途端にドキドキしてくる。ここ、楓がもともと使ってたんだ。楓音楽もやっててさ、多彩だよね。そこの家のギターとか、マイクとかは楓のもんだよ。言われてみれば、
確かに音楽関係のものが多く置かれている。壁に立てかけられたギターにマイク。かなり本格的な部屋に見える。ね、彼の家地下室あるんですよ。地下室あるんだ、すご。相馬くん、家のルームツアーしてみたい。ね、かなり広いですよ、彼の家。ね、彼家柄がちょっとね、ちょっといい感じの家柄というかね、結構歴史ある家柄なんですよね。まあ、いわゆる名家ですね。音楽、本気でやってたのかな。そんな楓さんが若くして亡くなったことを考えると、虚しいような悲しい気持ちになってしまった。どこから話そうかな。やっぱ、楓のことからか。ポツポツと、相馬くんは自分の考えをまとめるようにつぶやいてから、私を見る。ちょっと話長くなるけど、いい？とりあえず、そこのベッド座っていいから。僕は、これでいいや。そう言いながら、相馬くんはゲーミングチェアに腰掛ける。そして私をベッドに座るように手で促した。言われた通りに座って、うなずいて言葉を待てば、彼は少し逡巡した後に、口を開いた。こういう時にね、椅子ではなく、ベッドに座らせるところよね。そっち座るんかいっていうね。ねえ、相馬くんのお家案内してほしいですか？お家案内してほしい。もう多分普通にね、ヒロインちゃんにだったら案内してくれると思う。うん、結構広いですよ、彼の家。多分使ってない部屋もいっぱいあると思うな。ということでね、ここからちょっと長くなります。少しは知ってると思うけど、前話した時、僕まともじゃなかったし、どこまで伝わってるかわからないから、改めて最初から話すか。僕には、双子の兄がいた。出来のいい兄が。それが楓。楓とは、一卵性ソーセージで、楓の方が兄なのは、楓が兄ちゃんになりたいって言ったからだったっけ。見た目も声も似てたし、周りからは売り二つって言われた。子供の頃は、親ですら見分けられないくらいにね。成長期に入ってから、多少身長とか声に差が出て、わかりやすくなったけど、それまでは本当にそっくりだった、と思う。でも、性格は全く違った。そう、楓はさ、社交的で、いつも誰かに囲まれてるような人気者だった。僕は反対に、楓にいつも手を引かれてた。昔は特に人見知りだったし、まあ、不愛想な自覚はあるし。あと、楓は体が生まれつき弱かった。喘息持ちだったし、よく寝込んでた。そんな楓と僕だったからかな。母さんとお父さんの対応にも差が出てきた。まあ、今なら仕方ないことだったって少しは思えるけど、当時の僕にとっては肩身の狭い環境だった。それでも、僕は常に人の中心にいる楓を尊敬してたし、楓はあの両親よりも僕のことを見てくれていた。楓のことちゃんと好きだった。いつも僕の手を引いてくれて
弾いてくれたのは楓だった。小学生の頃が一番幸せだったかもしれない。でも、小5とか、それくらいの時からかな。楓が体調を崩し始めたの。もともと体は弱くて、よく熱出したりしてたんだけど、その時は入院したり、入院もしたり、泣いたり、特にひどかった。親も楓につきっきりで、授業参観も来なくて、昔の僕にコンプレックスを植え付けるには十分だった。でも、そんな中で僕を大切にしてくれていたのも楓だけで、正直、依存してたと思う。楓がいない学校なんて行きたくなくて、楓は家にいられるのに、なんで僕だけ、とか。クラスメートも来るのが僕だけでがっかりしてる様子だったし、最悪だった。でも家に帰ると、楓が僕に絵を見せてくれた。僕を描いた絵。あの頃から楓は絵が上手くて、よく入賞もしてた。俺らそっくりだから、自分描いてるみたいでなんか変な感じだった。で、楓はへにゃって笑ってて、僕はそんな楓を見るのが好きだった。でも中学に上がって、楓の体調も良くなってきて、楓は友達と遊ぶことが増えた。音楽を始めたのもその頃だった。ああ、そっか。あれ、嫉妬だったのか。ああ、いや。そのあたりから、楓と兄弟じゃなければよかったって、疎ましく思うことも増えたんだ。だって、楓が構ってくれなかったから。あの時の嫌いは、嫉妬の裏返しだったのか。まさらすぎて笑える。だから僕は、少しでも楓のことが知りたくて、絵を始めた。歌は苦手だったし、楓と話が合いそうなものが絵だったから。僕も、楓の絵を見るのが好きだったし、最初は下手くそだったし、上手くなってから楓に見せようと、柄にもなく頑張ってたよ。楓が家から近い催告を受けるって聞いて、僕も迷わず決めた。やりたいことも他になかったし、楓といられたら、それでよかったから。我ながら、キモいほどのブラコンだよね。高校に入学してすぐの頃、楓が入院した。久々に発作が出て、2日入院することになった。だから僕は、楓を少しでも励まそうと、楓を描いた。楓にその絵を見せたらいや、楓、すごい驚いてさ、傷ついたような顔になって。でもそれから、取り繕って笑ったんだ。すごいね。は絵の才能があるんだ。この絵、コンクールに出してみたらどう？そう。楓が何度もコンクールに出せばって勧めてくるから、流される形で、僕はその絵を出してみた。そうしたら、最優秀賞を取っちゃった。伝えて、もっと傷ついたのが楓だった。それなのに、すごいじゃん、やっぱ天才だよ、なんて僕のことを褒めて。そのくせに、楓は僕を避け始めた。僕もちょうど反抗期だったのか。そんな中途半端な楓のことが嫌でたまらなくなってきたんだ。
僕のことを褒めるくせに避けて、本当は僕なんか嫌いで疎ましく思ってるんじゃないかって、そう思ったら許せなくて。でも完全に嫌いにもなれなくて、頭ん中めちゃくちゃで、どうしようもなくて。僕さ、結構モテるんだよ。楓の代わりとして。相手は誠実だから、告った子、みんな真面目に振ってた。その中の何人かが僕のところに来て、うざくて仕方なくて、腹いせに適当に抱いて捨ててやった。最低だと思う？僕のこと。言い訳にしか聞こえないだろうけど、ちゃんとやり捨てするって言った上で向こうも乗ってきたんだから、最悪の合意だよ。向こうは僕を使いたくて、僕は気を紛らわせられればそれでよかったんだから。両手で数えるくらいだったかな。でもいつも虚しくて気持ちよくなんてなかったし、最悪だった。でもそうしてる間だけ僕は楓のこと考えなくて済んだ。今日の女もその中の一人だから、付き合ってるとかマジでないから。でも僕がそんなことしてる間に楓の体調がどんどんと悪化していった。前に白血病って言ったけど、わかる？簡単に言うなら血液の癌だよ。楓は本当は1年前、高校に入る前にそう診断されていた。でも僕には伝えられていなかった。楓が伝えるなって言ってたみたいで、楓が本格的に入院するまで僕は知らなかった。楓のはさ、急性の白血病で余命宣告された。1年だって。それで憔悴しきった顔の楓に言われたんだ。俊はさ、恵まれてるんだよ。俺と違って何でもできる。俊はきっと世界の見方が俺と違うんだろうな。だからさ、俺の代わりに書いてよ、絵。涙を目いっぱいに溜めて、ひどい顔色でさ。でも僕はその目を綺麗だと思ってしまった。最悪でしょ。実の兄が絶望しきった中で僕に何とか作った笑顔に涙をいっぱいに溜めて、それでも澄んだ瞳に僕はどうしようもなく惹かれたんだ。ゆうひちゃんの目のもね、楓にどこか似てたんだ。まっすぐに僕を映して柔らかい光が浮かんでるとこ。それからすぐ楓は寝たきりになってあっけなく死んだ。楓は余命宣告されていたけど、延命の手段もあった。なのにあいつは全部拒んだ。余命宣告は1年だったのに半年で。僕が楓を絶望吸ってしまったから。そう、僕のせいなんだ。ああ、楓が死んでから声が消えなくなった。ずっと耳元であの楓のお願いが頭を回るんだ。俺の代わりに書いて、俊は天才だから、そう何度も何度も呪いみたいに繰り返されて、気が狂いそうになって、いや狂っていった。絵を描くのもやめようとしたこともあった。でも
楓の声がもっと大きくなって、恨み事みたいに聞こえてきて、やめられなかった。そんな心配そうな目で見なくても、楓がそんなことを望む性格じゃないことは、僕が一番わかってる。これは、僕が勝手に罪悪感を抱いて、苦しんでいるだけの幻覚だ。ちゃんと、わかってる。でも、楓が死んだ理由の一つは、間違いなく、僕だから。震える呼吸が聞こえてきて、相馬くんを見る。泣くつもりなんてなかったのに。初めて彼は、私の前で泣いていた。丸々ように顔をうつむかせた相馬くんの声は、ひどく震えていて、舞子の子供のように小さく、寂しげに見えて、思わず歩み寄る。彼は左手で目元を押さえて、私に止まるよう、右手を前に突き出した。ごめん。すぐ止めるから。待って。肩を揺らしながら、乱れた呼吸を無理に整えようとして、ともいられなくて、彼は咳を落とす。そんな姿に私は、思わず、相馬くんの体に腕を回していた。ピクッと、彼の体がこわばる。黙って、呼吸を飲み込む相馬くんを肌で感じて、包むように頭を抱きしめ、トントンと、一定のリズムで背中を優しく叩く。ほんと、あんたは。さらに彼の声が震えるのが肌に伝わる。すると、ガッと、体が掴まれる感覚があった。え？体が持ち上げられた。そう理解した時には遅かった。背中に腕を回され、抱き上げられるようにして、ベッドに下ろされる。背中に柔らかな衝撃が走り、目を白黒させて、彼を見上げれば、やはり相馬くんは、泣きそうな顔をしていた。ねえ、言ったよね。警戒心なさすぎだって。こんな簡単に男の家に上がり込んで、防音の地下室なんかに連れ込まれちゃって。こんな僕を受け入れちゃって。それとも僕だったら何されてもいいって思ってる？そんな煽るようなことして、むしろ期待してる？ねえ。顔は髪が差し、色気のある顔で迫ってくるけれど、その顔はどこか叱られる前の子供みたいに、不安げで、苦しそうに揺れていた。何を言っても、今の相馬くんには届かない気がして、手を伸ばして、ゆっくり体に引き寄せた。そのまま彼の頭を肩に押し当てる。相馬くんの熱も匂いも直に伝わって、顔が沸騰するみたいに熱い。恥ずかしくてたまらないけれど、相馬くんがこれで安心できるならいいと、その柔らかい髪を撫でた。え、やめてよ。
絶してくれよ。嫌がってよ。じゃないと、僕は。ごめん。ごめんなさい。相馬くんは、ついに限界だったようで、ぐすぐすと泣き始めた。シャツがどんどん湿っていくのが分かったが、不思議と不快じゃない。それよりも、相馬くんが落ち着くのが第一だと思った。彼に、救われてほしい、なんて思った。しばらく泣いていた彼の頭を撫でていたけれど、少しずつ声が落ち着いてくる。ごめん。情けないとこ見せた。制服、ぐちゃぐちゃにしちゃったね。後で、クリーニング代出すから。でも、もうちょっとだけこのまま、何もしない。約束するから。おえつを飲み込むようにして、ポツポツと彼を話し出す。目を合わせてくるその目尻には赤みがさしていて、でも彼の深い海のような瞳はないで、落ち着いてきた様子だった。僕、たくさん欠けてるんだ。だから僕の欠けているところ、ゆいちゃんが埋めてほしい。ゆいちゃんじゃないと嫌だ。ダメなんだ。ゆいちゃんじゃないとダメ。お願い。ずっと一緒にいて。一人にしないで。お願い。そうやってすがるように頭を寄せてくる相馬くんに、どうしようもなく優しくして甘えさせてあげたい欲が湧き上がってきて、頭をポンポンと撫でて抱き返す。これが母性ってやつなのかな。違うかな。でも、こんなに不安定な相馬くんを放っておけなかった。甘えさせてあげたい、助けてあげたい、支えたいって、そう思った。さっき聞いた話で、同情したところもあるし、相馬くんが悪いって思ったところもある。今日の、キスのことも。でも、それらすべて受け入れてしまった上で、好きだと気づいてしまった。一緒にいるよ。そう口にすれば、ぎゅーっと痛いくらいに抱きしめられた。ありがとう。喉の奥から絞り出すような、すすり泣くような声に、愛おしさが溢れてくる。こんなことを考えるのは最低だろう。でも、私にすがってくる相馬くんに、とても、満たされてしまった。彼が私だけにすがってくれている今の状況は、脳髄を蝕むような甘い幸福感と罪悪感があって、麻薬みたいな満足感に顔が歪みそうになる。けれど、その気持ちが相馬くんに伝わってはいけないから、トントンと背中を叩いて、彼の顔を胸元へ抱き寄せた。ここまで来たら、羞恥心も気にしていられない。それよりも、今は相馬くんを安心させてあげないと。はい。ということで、ちょっと一旦休憩させてね。ちょっとフルスロットルだったから、ちょっとお水を飲ませてください。お水飲みます。ようやくの水だ。
めんね、結構噛んじゃったところあったわ。ということでね、まあ彼にもなかなかな過去が分かりましたね。ということで再開していきましょうか。水も飲んだし。どれほどそうして抱き合っていただろうか。相馬くんも随分と落ち着いてきて、何の音もなかった中、少し彼が微笑んだのだろう。ふっと甘えた声が空気を震わせた。ねえ、ゆひちゃんが卒業したらさ、一緒に住もうよ。想定外の言葉にすっとんきょうな声が漏れてしまうの。そうめくんはへんやりととろけるような顔で笑った。こんなにも至近距離で彼のそもそも淡麗な顔に蜂蜜みたいにとろっと甘い笑顔が浮かんでいるのを見てしまうとドギマギしてしまって、それどころじゃない。破壊力が半端ない。というか、一緒に住む？びっくりしすぎ。かわいいな。僕、大学に行かないで画家として活動しないかって話あったんだよ。僕の絵をかなり気に入っていて、高値で買ってくれるスポンサーがいる。だから正直どこに住んでてもいいんだよね。前までは絵を完成させられないから断ろうと思ってたけど、今なら描ける気がする。あんたと一緒に暮らすためだったらやってみせる。ゆひちゃんが大学へ行くにせよ、就職するにせよ、焦るよ。なんなら働かなくてもいい。しばらく養っていけるだけのお金ならあるから。ねえ、住もうよ。同棲ってやつしよう。ということで選択肢ですね。ああ。ということでちょっとまた5分タイマーかけます。選択です。お好きな方チャット欄でお選びください。めっちゃカロリー使った気がします。精一杯やらせてはもらったけどごめんね CV 私で。ねえ、このシーン好きなんだよな。あら、言葉が発せなくなってしまった。あらららら。私はその間にちょっと休憩しますね。相馬くんの声ね、このキー出せなくはないんですけど、結構噛むという結構噛むんですよね、このキー。まあ普段出さないキーで出してるから慣れてないんだな、多分。ここから先も相馬くんのセリフ多いんで、ちょっと低めのキーでいきましょうか。ちょっと低めのキーで今のうちに喋っとこうかな。さあ、どっちを選びますか？ね、同性の提案同性の提案してもらってうなずいちゃうのか、考える時間くださいっていうのか私はちょっと今のうちにね、低いキーで喋ってて若干喉のチューニングしときますねこっから先も相馬のセリフ結構あるんで。ちなみにこれは特にね、もうエンドだから関係ないんで早いもの順でいきまーす。相馬くんずるいよね、ほんとね。でも一つ思い返してほしい。
彼にどれだけ重い過去があったってやったことはね、なかなかだからね。甘さにごまかされておりますが、やってることは本当になかなかだからね。考える時間欲しいよ。いきなりすぎて頭が置いてけぼり食らってるよ。あららららら。落ち着こう。まあ、茶でも飲んで。落ち着いてください。持ち着いてください。ともくんね。ね、もう出ちゃったからちょっとさっきのいろいろなシーンね、これまでのシーンについての語りをさせてもらうか。ね、本当に一気にね、途端にめっちゃ甘くなったよね。すっごい甘くなったよね。ね、唐突に、ね、めっちゃ可愛い連呼するようになってきたし。まあ結構言う方ではあったけど、可愛いなぁ、とか、可愛い。なんか可愛いって言ったことか。そうだなぁ。私ですね。まあね、こういうね、ゲームを作る際は結構、ロールプレイタイプなんですね。言っちゃえば。普段、まあ TRPG やってるもんで、TRPG ってね、アドリブで演技するのよ。このキャラだったらどんな行動するかなってアドリブで演技するの。だから、まあそれみたいな感じでね、もう全部がなんかシミュレーションなんだよね、言っちゃえば。どんなこと言うのか、その子だったら。っていうのをやってるから、こいつだったらこういうこと言うよなーって作ってるから、正直彼がやりたかったからやってるんだよね。彼が言いたかったから言ってるんだよね。セリフ。こいつだったら言うなーってセリフを言わせてます。なんで可愛いって連呼してるのは多分彼が言いたかったからですね。あ、てか私言っておきながらタイマー設定してなくね？あ、設定してたわ。あれ？もう時間ない。あと10秒もない。5、4、3、2、1。あれ、立っちゃった。初めてのダイスか？ということで、なんか時間になっちゃったんですけど、ないかな特に。選択肢ないなら初めてダイスで決めるよ。ねえ、これまでね、ありがたいことに一回も使う機会なかったダイスさんが今ここにいます。じゃあもうちょっとだけ待って、なかったらダイスで決めますね。ねえ、もうちょっと今いろいろありすぎてね、皆さん頭ついててないよね。ちょっと今ね、クールダウンというかね。ちょっと息してもらって。そんなに習ってちょっとメロい感じで話しとく？いいよ。まだ悩んでるんだ。ねえ、早く決めて。甘すぎて砂糖10トンぐらい学び出る。すごい錬成されてますね、砂糖が。お耳溶けちゃいそうだね。なっちゃったよ。ということは初のダイスで決めます。じゃあわかりました。初めてですね。あれ絶命しちゃったな。やっちゃったか。ね、そんな感じでね、私 TRPG みたくこの相馬くんを喋らせてるわけですから、一応ね、私もできるのよ。できるのよというかね、一応召喚することもまあ可能っちゃ可能です。といったことで初めてダイスで決めます。今この手元になってると思うんですけど、こちらね、サイコロが入ってるんですけど、こちらで数字が1という奇数が出た場合は、はい。
偶数が出た場合は考える時間くださいでいきます。では振ります。でい。奇数ということで、はいでいきましょうか。はい。やった。ありがとう。彼がどうしようもないほど嬉しそうな、愛おしそうな目を向けてくるから、ついうなずいてしまった。けれどその後、カーッと顔が熱く、真っ赤になってしまう。言っちゃった。付き合って、すぐでうなずくの早すぎたかな。またどんな家がいいか考えないとね。楽しみ。でも、そうして相馬くんが笑ってくれるから、うなずいてよかったと思えてしまった。いやでも、冗談とかじゃなかったら、実際するってなった時、お母さんとお父さんにどう説明しよう。今考えても仕方のないことかもしれないけど、わたわたと考え出した私を、相馬くんは嬉しそうに見守っていた。急に背後から刺された気分。あ、刺しちゃった。ごめんね。ごめんね。そうして、あれから2年が経った。私へのいじめはしばらくやまなかったけど、一回相馬くんが教室に訪ねてきたことがあった。あの時は驚いた。相馬くんが学内を歩いてること自体に、失礼だけど、驚いちゃった。理由は、一緒に帰りたいからなんてもので、その時に、彼が周りにも聞こえるような声で言った。彼女と一緒に帰りたいのは当たり前じゃない？クラス内がざわついて、とても恥ずかしかったけれど、他に恋人がいるってクラスに広まったことで、いじめはだんだんと忘れられるようになくなっていった。それから、相馬くんが陰でいろいろと準備をしてくれていたみたいで、あれやこれやと私の両親に相馬くんが挨拶しに来て、気に入られて、同棲がすんなりと始まってしまった。そして、予想外のことがもう一つあった。相馬くんも私と同じ大学を受けたのである。それも1年待って、私と同じ試験をして、いいのか悪いのか、一緒に受かってしまったのだ。もちろん、最初は戸惑ったし、私に付き合わせるのも申し訳ないからって止めた。そこそこ偏差値のある大学だから、試験も難しいし。でも、彼はとても記憶力が良くて、本当に頭がいいらしく、私の勉強に付き合う程度で、あっさり合格してしまった。もしかしたら、陰で勉強をしてくれていたのかもしれないけれど、相馬くんと一緒に大学に行けるのが嬉しい反面、私が必死で勉強してようやく入れた大学に、一発合格してしまった相馬くんに対する微妙な気持ちもあった。けれど、実際に同棲生活と大学が始まれば、相馬くんと過ごす時間は、思っていた以上に満たされていた。高校では、一度も一緒に授業を受けるとかもできなかったから、講義を受けたり、キャンパス内を歩いたりするのはどこか新鮮で、想像以上に大学生活が楽しいものになった気がする。今日は、私も相馬くんもお休みの日だ。相馬くんは今夜のカレーに使う食材を買いに行ってくれてるから、私は今できる下準備をしていた。大学に通い始めて、毎日ちゃんと作ることはできてないけど、休みの日くらい、しっかり作ろうと頑張っている。それに、相馬くん、手料理を振る舞うと、恥ずかしくなるくらい褒めてくれるから、もっと頑張ろうって思えるし。コンコンと野菜を切っていると、スマホの通知が鳴る。なんだろう。あ、みずきちゃん。そこにあったのは、
みつきちゃんからのメッセージだった。引っ越しの関係で会うことは減ってしまって、メッセージの数も減ってしまった。向こうも忙しいだろうし、と私から送るのもなんだか気が引けてしまって、寂しく思っていたからすごく嬉しい。久しぶり、元気してた？今、あんたの家近くにいるんだけどさ。ちょっとだけ会わない？会いたい。カレーの下準備が終われば、少し時間はできる。相馬くんに連絡だけ送れば大丈夫かな。会いたい。そうして、相馬くんに女友達に会いに行ってくるとメッセージを入れて、みずきちゃんとの合流場所に出てきた。すると、時計の下に立つ可愛い女性が目に留まる。大人っぽく髪をまとめて、おしゃれな服を着た彼女はきっと。かわいい、みずきちゃん。毎度おなじみや限界男になってしまいますね。かわいい。とってもかわいい。見てください、彼女。髪後ろで。めっちゃ凝った髪型してるんですよ。ゆうひ、久しぶり。みずきちゃん。久しぶりのみずきちゃんだ。かわいい。大人っぽい。思わず抱きついてしまうと、みずきちゃんは少し驚いた様子だったが、背中をポンポンとしてくれた。おゆうひも大人になったか。あんた、昔はこんな風に人に抱きつくとかできなかったでしょ？確かにと思って少し恥ずかしくなる。こうやって抱きつくことに抵抗がなくなったのは、絶対相馬くんの影響だ。彼は抱きつくのも抱きつかれるのも好きなようで、すごく喜んでくれるから、毎日のようにしているうちに慣れてしまっていた。ね、みずきちゃん。今日また可愛い。大人っぽい装いも素敵。大好き。可愛い。ほんとそうですね。可愛いです。みずきちゃんももういつまで経っても可愛いよ。ま、とりあえずカフェでも行こう。ここ知ってる？ちょっと気になっててさ。見たことあるけど入ったことないかも。行ってみよう。そうなの、みずきちゃんその髪型自分でやってるんですよ。その髪も自分でやったの？かわいい。ほんとそうですよね。みずきちゃんと入ったカフェは、すごくおしゃれで、今時というよりかは純喫茶といった雰囲気だった。落ち着いた店内にコーヒーの香りが漂っている。でさ、近況報告しよ。懐かしいな、こういうの。今だけ高校生に戻ったみたいだ。みずきちゃんは今は服飾の専門学校にいて頑張ってるらしい。今着ている服も自分で作ったそうだ。これ自分で作ったんですよ。すごい。すごいな。かわいいな。ね、みずきちゃんの優しい視線も大好き。いくらでも惚れられる。そうなんですよ。みずきちゃんもまあ、ある意味攻略対象ですからね。攻略対象っつうか、私らが攻略されてるんですけどね、これ。ってうちの話はこれくらいでいいの。それより夕日は？そう聞かれてきょとんとしてしまう。そうだ、みずきちゃんにばっか話してもらってたもんね。あのイケメン彼氏のはどうなのよ。てか知らないうちにあんな有料物件射抜いてこの子の罪に置けないな。ニヤニヤしながら茶化されてぽっと顔が熱くなる。それでどうなの？っていうかどこまで行ったの？同棲中なんでしょ今。そう聞かれて顔を真っ赤にしながらも心が少しもやっとしたのが分かった。
みつきちゃんなら相談してもいいかな。自分で服作ったのすごい可愛いし、もう大好きは二足歩行で走り出す。いや、ほんとすごしい。ほんと、半熟オムライスさん、すごい楽しい声してますね。好きよ、そういうの。ねえ、走り出しちゃうよ、大好きが。実は、私は、相馬くんに不満なんてない。でも一つだけ、気になっていることがあった。私は相馬くんに、抱かれたことがない。キスは、彼が好きなのか好んでされる。他にも抱きつくとか、体に触ってくるとか、そんなことはあった。でも、それ以上のことをされたことがない。多分、意識的に相馬くんから、そういうことをするのを避けられている。でも、昔、遊んでたって言ってたし、そういうことをしたことないわけじゃないもんね。だとしたら、考えられるのは二択。私に色気がなさすぎるか、なさすぎるのか、相馬くんがそういうことにトラウマを持っちゃってるか、だよね。いや、夕日に色気はないはないでしょ。だって、そんな幸せでソーラ出しておいてさ、さっきうちギュッとされた時キュンとしたもん。大丈夫、可愛いよ。うちが男なら襲ってたわ。襲ってたって。みつきちゃんは大丈夫だって言ってくれるけど、だったら後者の、そういったことにトラウマがあるの方なのかな。だとしたら、下手に触れるのも良くない。私も、興味がある気持ちは、ないわけじゃないけど。でも、そこまででもない。まあ案外、あんたのこと大切すぎて、とかだったりして。大切すぎて。夕日は嫌なことでも飲み込んで大丈夫って言っちゃうからさ。本気で大事にしようって思ってるんじゃないの？いいな、そういうの。みつきちゃんの言葉を聞きながら考えてみる。大事にしてくれてるのはわかる。でも、そうなのかな。あ、また説明した方が。あ、好き。みつきちゃんならむしろ襲われたいよね。襲ってほしいよね、むしろね。そうして、みつきちゃんと小1時間ほどガールズトークを楽しんで、帰路に着いた。みつきちゃんと話してて、相馬くんの顔が見たくなっちゃったな。家帰ったら、カレー作り始めないと。あれ、相馬くんだ。相馬くんと、誰だろ。マンションの前まで着いて、玄関で相馬くんが誰かと話しているのが見える。あれ？女の子？嫌な予感に胸がギュッとなる。告白されたあの日のことが脳裏によぎる。何かを話しているようで、しかし、相馬くんはどこか嫌そうにしていた。それでも、不安になってしまう。相馬くんがたとえその子に何も思っていないとしても、胸がギュッと締め付けられて、苦しい。
どうやら話は終わったようで、相馬くんはマンションの中に入っていくけど、私はしばらくその場から動けなかった。玄関のドアを開けば、すぐそこに相馬くんがいた。私の GPS の赤い点が光る地図アプリを開いたままのスマホを打ってから、近づいてくる。ということで、相馬俊、成長したモードですね。ね、これ、地味にというかね、当たり前のように GPS の赤い点の光る地図アプリを開いてるんですよね。つけられとるじゃないかい。ね、大人になって相馬くんです。おかえり。さ、僕に買い物に行かせといて、ゆうひちゃんは友達とカフェですか？まあ、本当に女の子の友達だったらしいし、ええけどさ。彼は肩をすくめると、見せつけるようにレジ袋を揺らした。ね、本当にね、当たり前のように GPS をつけられてる。不思議だね。なんだかんだ丸め込んだんだろうね、多分ね。僕、スーパーわざわざ2周したんだから。まあ、買い忘れただけなんだけど。せっかく今日は二人きりでゆっくりできると思ったのに。相馬くん。ほーら、また相馬くんに戻ってる。そろそろシュンって呼んでほしいんだけど。拗ねたように私を見てくる相馬くんに、なんて顔すればいいかわからない。胸の奥がぐるぐるして気持ち悪い。何？その顔。どっちがいいですか？選択です。早いもの順です。ね、当たり前のように GPS をつけてるしね。当たり前のようにあったのが女の子だって把握してるしね。一体彼は彼女にいくつ仕掛けてるんでしょうね。そしてなんだかんだ丸め込まれちゃってるヒロインちゃんよ。タイマースタートして、5分。そうなんですよ。まあでもね、友達と合わせてくれるだけ、もしと思えばいいのか？比較対象がおかしいな。いろいろ把握されてる不思議。下の選択肢で、はい、早盛り順なんで下の選択肢で行きましょうか。了解でーす。さっき会ってた子。もしかして、見てた？知らない子から告られてたとこ。知らない子から告られてたとこ。一目惚れだってさ。もちろん振ったよ。彼女いるって知ってるのに告ってくるとか何考えてるんだろうね。嫌になるよ。そう言うと、相馬くんは眉を下げて、とても悲しそうな顔をした。不安にさせちゃったよね。ごめんね。僕は本気で、これから先も、ゆうひちゃん以外考えられないから、安心してよ。相馬くんはそう言っているけど、私はうなずくことができなくて、目を横にそらした。不安？じゃあさ、ゆうひちゃんが僕に印つけて、他の人が見て、ゆうひちゃんのものだってわかる後、僕に残して。
予想外の言葉に目を見開いて驚いてしまう。キスマとか。ああ、付け方わかんないよね。教えてないもんね。かわいい。お手本見せてあげる。で、出して。ほら、おー。相馬くんは、俊くんは、私の手の甲に唇を優しく押し当ててくる。こうやってキスして吸い上げて真空にしてチューって吸い上げてすると、じゅっと吸われて、一瞬痛みが走ったかと思うと、真っ赤な跡が肌に散った。ビクってした。かわいい。でも綺麗についた。ほら見て。これ、キスマーク。そうやって、俊くんに見せつけられた肌には、赤い跡が落ちていた。赤い花びらのような跡が彼につけられたと思うと、ゾクゾクとした感覚が全身に走って、座り込みたくなる。熱くてぼーっとすらしている顔を俊くんに向けると、彼はとろんととろけるような笑顔を見せて、自分のシャツのボタンを外し始めた。いいよ。遠慮なくつけて。僕が他の女と一緒にいて、どう思った？嫉妬した？悲しくなっちゃった？その気持ち、全部僕に残して。ほら、教えた通りやってみて。俊くんは、恋人つなぎした手を引き寄せて、空いてる手で、私の顔を胸元へ押し当てる、少し甘いような肌の匂いがする。彼の匂いだ。ほら、吸って。恥ずかしすぎて、俊くんに助けを求める視線を送ってしまっても、彼は意地悪に微笑むだけだ。仕方なく、言われた通りにやってみる。でもただキスしてるだけで、後なんてうまくつかない。顔が熱くて何も考えられない。それなのに甘い声で笑われて、さらに真っ赤になる。いいよ。かわいい。ほら、キスマが無理なら噛んでいいよ。髪跡、手にも肩にも、たくさんつけていいから。マジでこれやば。我慢できなくなりそう。かわいいな。そんな必死に僕に後つけて。独占欲ゾクゾクする。あんただからだよ。そんな顔されるとほんときついんだけど。はあ、もう。本当に。僕はゆうひちゃんが好きで、愛してて、おかしくなっちゃうくらいなんだよ。大切にしたいし、絶対に嫌われたくない。でも、僕はそういうとこデリカシーないみたいで、ゆうひちゃんを不安にさせてるみたいだ。自分でも最悪だって思ってる。だから、たくさん後つけて、僕がゆうひちゃんのものだってマーキングして。そのカラメルのように甘く官能的な一言言。言えない。そのカラメルのように甘く官能的な一言と、どこか落ち着く甘い香りに引きつけられた脳がとろけていく。
彼の言う通り、開いた首筋に吸い付いた。サイコカースト。ということで、エンディングでーす。ついに。はい、ということで、R15 ヤンデレの乙女ゲームサイコカーストということで、まあね、お世話になってるのはこちらのサイトのものです。本当にありがとうございます。ということで、ようやく1エンド迎えられましたね。よかった。いやー、このスチール見てないね。このスチール見てない。実は見てたらこんなのが見れてたんだよね。ということでね。いやー、フルストロットルでしたね、最後ね。お疲れ様でしたね。コメント話させてもらおうかな。一体どうやって把握してるのか知りたい。どうやってなんでしょうね。もうね、いろいろつけてるんでしょうね、とだけ。顔がよっ、この顔いいよね。この顔いいよねっていうかね、これは惚れるわって感じ。ね、なんか、沼尾とかメロウ感が上がってるよね。ということで、こちらのエンドはハッピーエンド、相馬俊。エンディング2、二人のアトリエ。これね、ごめんなさい。これ5時ミスってます。これ、ハッピーエンドです。ちょっとね、更新したやつだとなってるはずです。すいません。これは。ハッピーエンドです、こちら。ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。怒涛でしたね、本当にね。はい、ということで、これでハッピーエンド回収しましたよと。エンディングおめでとうございます。本ゲームのエンド全7種類あります。すべてクリアしますと、コンプリート報酬のキャラクター詳細、裏設定、彼氏点のサイドエピソードなど、豪華特典をお楽しみいただけますので、頑張ってください。ということで、タイトルへ戻りますか？タイトルへ戻ります。ということで、お疲れ様でした。はい。ということで、サイコカーストの一緒に遊ぶ配信は一旦ここで区切ろうかなと思っております。ね、今回は相馬ルートだから赤座の方やってみてもいいんだけど、やりたいやりたいなら、ね、強い要望いただけるならやりますがって感じですか。でも基本的に全エンドは回収しませんかね。ぜひともね、ご自身で遊んでもらいたいなって思ってるのでね。こちらのゲームスマホでプレイできます。のべこれさんだとスマホでプレイできます。なんか概要欄にね、貼ってるんですけどね、リンク。ノベルゲームコレクションの方さんの方だと、スマホでね、ダウンロードって感じではないんだけど、ね、アプリとして、ね、スマホのところに置いてね、ちょっとずつね、暇な時に進めるとかもね、チャプター結構区切ってるんでできるかと思いますんでね、お好きなペースで遊んでみてくださいって感じです。ちなみにクリア特典本当に結構豪華に作りました。で、彼がね、あの時どう思ってたのもちらっと知れます。ね。ことあることに可愛いと言ってくる激メロ男なんですよね。そうですよね。相馬くんね、ほんとね、彼は、やってんなって。相馬にはそれしか言えないかな。でもね、ちょっと待ってほしい。彼、やってることがね、詐欺の手口と同じなのよ。詐欺の手口というかね、時間制限ちらつかせて、牌を引き出したりとか。他の女の影散らかすつかせて自分に依存させるとかね。思考能力を奪ってるとこにつけ込むとかね。ってことで、ちょっとせっかくなんでスチラ確認していきます？はい、ということで、相馬キュン。ね、ということで今回最終できたのはこちら。ね、なんで相馬だけスチル多いんだよって思った方いるかと思いますが、こういうことですね。
この同じ構図のスチルが2枚あるから、さすがにこれ新しいスチル扱いするのは申し訳ないなっていうのがあって、それで増やしたのと、これはもはやスチルと呼んでいいのかっていうところがあって、これスチルだって言ったらちょっとそれかわいそうだろうっていう申し訳なさから来てますね。さっき言われてて本当に面白い。いや、だってそうでしょ。やってること完全にそれだもん。悪徳商法だよ。悪徳商法、恋愛商法。いや、まあ彼は別にそういうね、お金を取ろうとかは考えてませんけど、むしろ彼から貢ぐ側ですが。でもやってる手口それよ。彼ひどいんです。間違いない。ですよね。彼だって、ね、この人は私がいないと生きていけないってさせて、自分に依存させるっていうテクニック使ってくるんですよ。ね、半分自覚あるしね。半分は無自覚だけど。で、そうですね。はい、他のね、今回のやつ振り返っていきましょうか。今回いっぱい回収したね。ということで、これね、これオープニングのやつですね。オープニングのスチル。ですね、実はこんな感じでした。もうちょっと表示させとくということでね、ほんと、澄んだ目で見上げようってね。澄んだ目で見上げてきよって。ね、さんまくんね、ここに実はほくろあるのよね。ね、普段この紙で隠れて見えないんだけど、ここにほくろあるの、実は。隠れてるだけで。赤座がここなんだけどね。終始この男はフルスロットルだったね。次これな、心臓ギュってなるやつな。実はね、このスチルがあったの。見ないって選んだと、見るって、今回ね、立ち去る選んだけど、見るって言ったらこのスチルが見れてましたねって感じ。こうやってめっちゃ嫌そうにする相馬の顔が見えた。これは好きになるなぁ。綺麗な目してるよね、相馬ってね。相馬シュンってね。めっちゃ嫌そう。これな、問題な。問題のシーンな。これが、ね、破壊力えぐいよね。私これプレビューするときほんと辛くて、辛くてというか顔ちっかっていうのをずっと思いながらやってて、ゲーム作ってるときにね、プレビューしながらやるんですよ。この時どういう画面になってるかなって。この画面見るために顔近い離れろって思いながらやってて。問題のシーンですよ、ほんと。そう、問題のシーン。こんな中でめっちゃ綺麗な目してるんだよな。ものすごい綺麗に目かけちゃったって思って。こんな澄んだ目しよってよ。まつげバッサバサなんですよね、相馬くん。2個。このスチルだけめっちゃ差分多いんだよね。このスチルをそもそも会話に使っちゃってるから。2個。怖いよ。2パー。ね、こんな顔でね。見るたびにときめきで3チェックファンブルしております。3チェック失敗ですか。ときめきで恐怖なんだけど。3チェックってことは恐怖なの。もはや怖いじゃん。ね、このゲーム内で3チェックですっていうシーンめっちゃあったからね。あえて言わなかったけど。ね、こんな甘ったるい顔でね。好きだよ。好き。大好き。みたいな感じで言われちゃうんですよね。ずっと
僕だけのものになってよ。ずるいぜ、本当に。相馬くんの青い瞳と背景の温かさが好きです。ね、ありがとうございます。ね、こんな感じいいよね。ふわっとさせてるけどね。美術準備室の。夕方だからね、あったかい色味だね。相馬くんね、こんな状況でもめっちゃ澄んだ目してるんだよな。キラッキラした目しよってよ。お気に入りポイントは本当に彼の目ですね。行こ。怖いよ。怖いよ。そんな頭おかしくなるって。頭おかしくなっちゃうね。一パ。2。1。ということで、この CD だけ超差も多いっていうね。でも次、構図変わったけどね、これやりたいなって思ってたんですね。ポロポロ。トマくんでも押し倒すはあかんって。なんて曇りなき眼。ね、サイドストーリー、サイドエピソードで別に語ってないから言うんですけど、相馬くん、告白の時に、ね、ヒロインちゃんがね、泣いてる理由、マジで分かってないから。マジで分かってないですよ、あれ。これはね、サイドエピソードに載せれなかった部分なんですけど、彼、あの時ね、女の子とキスしてたことに関しても、好きじゃないから脳幹扱いなんだよね。最悪なことに。あの女のことどうでもいいから脳幹なんだよね。本当に好きなのは、ね、ヒロインちゃんなのにって本気で思ってるから。そういうとこだよ。なかなか結構好き。ね、初めて泣いちゃった。僕だからって泣いちゃったとかね。こんなん見せられたらちょっとなんかほだされちゃうんじゃないですかっていう。で、最後のハッピーエンドこれね。もうダメな感じに成長したってよ。もうほんと澄んだキラキラした目をしよってよ。ずっとそうですね。おまくんいつも目キラキラしてるからわ。恋人つなぎをこれ見よがしに見せつけてキスもも残しちゃってね。やりたい方だな、お前な。この目もめっちゃ綺麗に描けちまったなと思ったの。こんなつるっとした目で見られてますね。ね、全体的にね、相馬くんはね、目がテーマなんですよ。ね、彼目大好きなこともあり、まあ彼自身も結構綺麗な目してるんですけど、でも彼自身がね、自分、相馬くんの目綺麗だねとか言われても多分、なんでってあんまり分かってないと思う。あんたの方が綺麗だけど。とかさらっと言っちゃうからね。ちなみに相馬くんはここで分かる通りピアス開けてます。かわいいよみつきちゃん。だったごめんな、今回構ってあげられなくてな。ま
まあこんな感じなんで、残りのこの2枚はですね、エンドだね。残りバッドエンドとメリバが残ってるんですけど、2年後、さらに次長を知らなくなってて面白い。いや、もうないわ。次長なんてもの。ここまで来ちゃったらね、ヒロインちゃんは僕のものだからね。絶対に逃がさない。ってな感じでもうフルストップリですよ。ね、みつきちゃんかわいい、もうほんと。みつきちゃんかわいいよね。みつきちゃんも1枚だけスチールあるんだよ。これフレンドエンドのスチールだね。エンドのスチール。私としてはもっと用意したかった気持ちはあれど、さすがに攻略対象ではないからそんなに用意してもなっていう気持ちでやめたっていうその代わりにみつきちゃんなんか服装と髪型のバリエーションもめっちゃあるから赤座くんもない別の意味でやばい男なんでね、ぜひ遊んでみてください。中でもスチール3枚あるね。3エンドあるから。で、残りあと1つって感じ。ということでいやもうこんな時間までありがとうございました。もう日またぎそうな時間帯じゃん。気づかなかった。ということで、そうですね、ここら辺でですね、いろいろお知らせとかもやらせていただこうかな。ですね、まあ、今週なんですけど、土曜日、ちょうど2日後サイカーラジオを初めてやります。サイコカーストのですね、今回もちらちら語らせてはいただいたんですけど、それでもね、ネタバレの関係じゃあんまり言えなかったところとかあるんですけど、そういったことをですね、土曜日の21時からの配信でいろいろ話していきたいと思います。ね、サイコカーストのラジオなんでサイカーラジオでいきます。名前は。なんでね、まあ、ぜひぜひぜひ見に来てください。そちらも。そちらではもう私ネタバレ、全エンドのネタバレバリバリでっていうかね、内容のネタバレ全部話していくんでね、もし全クリアしてない方は見ない方がいいかも。ネタバレ含むから。アーカイブ残すから、まあもしよかったらクリアした後に来てねって感じです。ちなみにそこではですね、これまでね、いただいたアンケートのお便りを、まあ、来た順で答えさせていただきます。ね、時間の関係上全部は答えられないから複数回にまたぐと思うんだけど、まあそれでも全部答えさせていただきますんでね、楽しみにしていてください。ね、これまで出してない情報とか全部出します。全部出します。てか聞かれた情報ね、これまで出してない情報とかもあります。あとはですね、よいしょ。現在ですね、サイコカーストのね、バレンタインイベントというものをね、X の公式アカウントがあるんですけど、やってるんですよ。あ、ちょっと待ってね、サイカーラジオのあれあったわ。ちょっと待ってね、ちらっとサイカーラジオのやつ見せようか。よいしょ、ちょっと待ってね。画像を表示させましょうか。どこだどこだ？これですね。ドーンということで、はい、こちらですね。これやります。サイカーラジオ。かわいいでしょう。ということでですね。はい。まあ、こんなのをやります。ちなみにね、お便りコーナー以外にもいろいろやるからね、このラジオ。お便りコーナー以外にも、まあなんかダイス振って、まあチャプターごとにね、このチャプターこんな気持ちで作ったよっていうのはね、全部語りきるのはちょっと難しいんでね、回ごとに分けてやろうかと思うんですけど、ね、このチャプターを話すみたいなこともやっていこうかと思いますし、あとはね、他にもなんかミニゲーム的なのやったりとかね、まあ楽しんでやっていきたいかと思いますので、よろしくお願いします。あとね、そうだなぁ。これ伝えちゃってもいいけど、どうしようかな。まあいいや。まあとりあえず、あとね、さっきも言って途中だってね、ごめんなさいね。バレンタインイベントを X の公式アカウントでやっております。バレンタインイベントって載せてたかな？載せてなかったかもしれないな。ね、ちょっと今載せます。少々お待ちを。概要欄に載せときますね。
まあ簡単に言うと、チョコレートを募集してるんです。って言ってもあれなんですけど、バレンタインですからね、もうそろそろ。で、チョコボックスさんで、まあ、いわゆるメッセージを募集してるって感じでして、私の投稿にあるかな？うちのチャンネルの投稿のところにあるかと思うんですけど、そこでですね、チョコレートもらうと、そのチョコレートへの返信が返ってきます。彼らから。もらった子から返ってきます。ということでね、ぜひあげてみてください。彼らからね、まあ、お返事が返ってくるっていうことでね、まあ、質問とかもしていただいてもいいですし、普通にチョコぶん投げてもいいしって感じなんで。ね、ネタチョコでも全然 OK なんでね。もしよかったらあげてみてください。ちょっと貼りましょうかね。お。これでいいかな。よいしょ、概要欄にペット。貼りましたが、多分ね、これしばらくしないと出てこないと思うのよ。ねよいしょ。ゲームのリンクの下あたりに貼ったっちゃ貼ったんですけど、多分しばらくしないと出てこないと思います。なんですけど、まあ、もしよかったらね、打ってください。お、ではですね、はい。あ、ごめんなさい。いろいろコメントいただいてたね。21時半まで仕事なので遅れて絶対参加します。はい、遅れていただいても全然大丈夫です。自由ですので。はい、ぜひね、遊びに来てみてください。みんな可愛くて目が幸せ。だってよかったな。ね、これめっちゃ可愛く描けたと思うんですよ。ね、彼らね、めっちゃ可愛く描けたと思うんです。ちょっとでっかくしようか。赤田くんこうしてみるとなんかめっちゃ可愛いね。なんかめっちゃ正当にヒーローしてるよ。そのままね、なんかちょっとね、フードめお兄さんな感じで。ね、赤田くんにチョコぶん投げました。ありがとうございました。あ、なるほど。まあ、あえてお名前は出さないでおきますが。ね。いやー、赤田も喜んでると思いますよ。この顔ですから。この顔ですよ、受け取って。今回相馬くんだったけど、赤田くんのルートもなかなかだからね。ちゃんとときめくはあるよ。恐怖もあるけど。そういったのをやりますので、ぜひともね、次回もね、てか土曜日もね、お越しくださいまし、といった感じです。こちらもちょっと準備しておきますのでね。では、ちょっと切り替えよっか。あとはですね、もうこれはちょっと、X でね、公開してることなんで、もうあえてここで公開しちゃおっか。まあ、ラジオの方でも改めてご紹介はするんですが、追加エピソード、めっちゃ噛んだ。追加エピソード決定しました。まあ、といっても私の気分が乗ったらいくらでも出るっていう、まあそんなやつなんですけども、初回はですね、相馬ちゃんはまあやっぱ強いね。人気投票ナンバーワンは相馬でした。現在の結果がね、結構差が出たよ。やっぱ相馬俊が強い。めっちゃ強い。今ね、23名の方に答えていただいてるんですけど、52.2% が相馬なんですよね。選んでるの。強い。ということでね、初回の追加 IP は相馬くんで決定いたしました。さすが、沼尾。ということでね、現在準備しておりまして、ちらっとだけ見せてあげようか。まあ表紙なんですけどね、まあ大体こんなのになる予定です。でんというので追加エピはこんな感じのになる予定です。なんかこの時点でなんかありそうだね。
ね、この時点でなんかありそうな雰囲気バリバリにしますが。ね、アナザーエピソードということで、相馬菜が出まーす。ね、これね、結構早めに出せるかと思います。てか、バレンタインに出す予定です、今んとこね。ちょっと制作が遅れたら出せなくなるんですけど。まあでもね、出せると思います、ペース的に。出まーす。どんな内容なのかというと、まあ簡単に言うと、新たなエンドですね。まあ本作に同梱されてないエンド、ロキンされてないエンド、まあ、イフエンド的な感じの内容になります。何がどうなってそうなったナスジルすぎる。本当、何がどうなって、どうしてこうなったんでしょうね。そして、相馬俊メガネかけてるよ。ね、私は相馬俊のポテンシャルにビビってましたね。あ、似合うじゃん。これはまた心臓が旅立つな。ねえ、また旅行けますね、心臓でね。これは、パワーアップしたなって感じ、相馬。相馬ちゃんパワーアップしたなって感じです。ね、これはちょっと初回、一番最初からわかることなんですけど、ですね。これは、このストーリー、アナザーエピソード01相馬俊はですね、ヒロインちゃんが逃げてしまった場合のエンドです。ワクワクしててくださいね。もしヒロインちゃんが彼から逃げ切ることができちゃったらのエンドです。で、まあね、いろいろね、ヒロイちゃんがかわいそうな目に遭うのは確定してしまうんですけど、まあ、それでも相馬俊という男がね、メロさには定評のある男ですのでまあ心臓準備して待っていてくださいで、心臓の世界旅行行ってきまーす。まだ行かないでまだ出してないからねね、まあ大体バレンタイン出るかと思いますので、お楽しみにしていてください。ちなみにですね、一応言っとくと、こちらはどこで公開するかというと、のべこれさんとブースでまた出そうかなとか思っております。ね、こちらは人気投票とかのアンケートにね、答えていただいたお礼ですので、無料で公開します。頑張ります。なのでね、楽しみにしていてください。寿命伸びます。ありがとうございます。よかった、寿命伸びたか。よかったね。これね、このアナザーエピソードね、R15 プラスつけようか迷ったよね。迷った。でもまあ、R15 のままでいけるかなと思って。まだここにいます。本当ライはドン引き。ドン引きというかまたやってんな、こいつの気持ちでね、見てましたよ。なんでね、ワクワクしながら待っていてください。な？あとは毎度おなじみ。ちょっとエッチな話させてもらおうか。ね、ご支援ね。ということでね。はい。ね、サイコカーストですね。ちょっとね、今回ね、私が全部 CV やってたんですけど、後々ね、お声つけたりしたいなとか思ってるんですよ。というのも私が私の声に満足できなくてというかね、どうしてもこのヤンデレ2人はせめて声ついてほしいなと思っていてね、やばいセリフをねいい声で聞きたいなって思ってるんですよ。というのでね、ご支援を募集しておりますということで、ブースですね。
ブースで、まあ壁紙置いてるんです。スマホの壁紙。まあ、全コンプした人用ではあるんですけど、まあエンドのスチルと、エンド時のセリフ、まあ、ちょっと今チラッと見えてるけど、ね、こんな感じのうにゃっとしてるとこ文字ね。こんな感じでエンドの時にね、彼らが言っていたセリフが載っていて、っていう感じのね、壁紙、スマホの壁紙にして、まあ、チラッとスワイプしたらね、セリフとかね、どんなエンドだったかがすぐ思い出せるよ、みたいな感じの、まあ、いわゆるオタクの喜ぶアイテムですね。を置いておりまして、ね、さっきのハッピーエンもありますね。7種類全エンドありますので、ね、もしよかったらお手に取ってみてください。まあ、ちなみにいただいたお金はボイス実装などゲーム展開の資金足しにさせていただきます。今後のゲーム展開にまあ、足しにさせていただきますって感じです。ね、お声つけるってなるとどうしてもいるからね。でね、まあ、もしよかったらね、見てみてください、ブース。ってな感じかな。ってことで、宣伝はこのような感じかしら。CV ライさんでしかいらない栄養もあります。刺されてるお宝はここにいます。ありがとうございます。あ、いいんですか？女の声の声はいけるけど、男の声はめっちゃ噛んでばっかだった気がしますが。まあ、満足していただいてよかった。いやね、一応ね、男性の声もね、練習したっちゃ練習したんですよ。ね、こう普段ね、TRPG で遊んでるからね。まあなんか自分の声に解釈違いを起こさないように一応練習はしてたんですけど、ね、沼とかもこんな感じで喋るよなっていうので研究したりもしたんですけど。ねえ、こういうのが好きなんでしょとか思いながらこういうの結構沼だよなとかね、最大限に低い声出してやってたんですけどまあでもそれでもねやっぱり別の声で聞きたいわ私はな。でね、ちょっと今頑張っております準備やらなんやら。でも結構先になっちゃうけどね、つけるとなってはめっちゃ時間かかるだろうしね実装に。まあでもね、なんかその間に追加エピソード出したりだとかあ、なんかすごい感謝されてる。嬉しいなありがとうございます。ありがとうございます。耳が幸せだ、このこと。よかった。こっちの声で喋った方がいいもういいでしょうでは。まあじゃあこんぐらいのトーンでいきます。いやーね、もうこの声に関しては本当に頑張ったというかね、どうしてもね、普段やってることの関係上低い声を出さないといけない場が結構あって、 TRPG って GM ゲームマスターするときにまあ男キャラを演じ分けないといけないという状況になる場合が多々あり、刑事とかがありましてまあそういった時にね、あんまり注釈入れたくなかったんですよね。こいつが喋ってますっていうね、話のテンポも悪くなっちゃうしっていうので習得しました。あとそうだな、ですね、もしかしたらね、皆さん好きかもっていうことでご紹介させていただこうか。課金してでも遊びます。いつまででも会ってます。ありがとうございますさすがにお声つけたやつはちょっと労力的な問題でかなりきついからね、有料にはなっちゃうかと思うんですけどまあでも一つ言っとくと、私が選ぶ人ですからね、私より演技上手い人連れてきます連れてきますというか、演技上手い人にやってもらいますから、そこら辺のクオリティはね、保証できると思います。ちょっと皆さん好きそうだからちょっと見せようか。
私がね、この声、これぐらいのキーの声、出せるようになったきっかけのやつがありまして、いや、あるかな。ここかな。私ね、TRPG 関連でもヤンデレもの結構やっててむしろそこから来てるんですけど、これだな、ちょっと見せますね。こちら。見れるかな？見れてないかな？あれ？あ、表示してないや。これなんですけど、こんなのやってて、これやるためだけにではないけど、やるために習得しましたね。やりたすぎてこういうの。でね、水愛っていうね、うちのヤンデレのクトゥルフ神話 TRPG のシナリオがあるんですけども、それでどうしてもヤンデレド S 攻め様がやってみたくて。ね、これまでね、受けみたいな感じの子しか、ほどを KPC にしてしか、こっちのね、使うキャラクターのことなんですけど、私の演じるキャラそういう受けっぽい子しかやってこなかったんで、そろそろ攻めやりてえなと思ってヤンデレ攻めをやるためにこの音域を習得したというねなかなかですよね自分でもやってんなーって思いますね。多分好きかもね。てかサイコカーストのちょうどね、サイコカースト作ってる時に作ったやつだから、結構ね、相馬好きなやつはこいつ好きだと思う。で、相馬好きな人はこいつ好きだと思います。こいつも激ヤバです。ね、めっちゃ影響を受けた気はしますんで、ね、動画残ってるんで、もしよかったら見てみてください。これも生配信でやったやつかな。ね、ちょっと長時間にはなるんですけど、もうちまちま見ていただいて、やばい。やばいです。っていうのでおすすめですって感じ。多分好きだよ。あともしね、TRPG 経験あるよって方は遊んでみてね。クトゥルフ神話 TRPG なんでね、キーパーやってもいいし、誰かにね、回してって頼んでも楽しいと思いますよ。ね、遊んでみても楽しいと思う。ね、結構雑談しちゃってるね。エンドトーク。よいしょ。他なんか伝えることあったかな？ご支援についてもお話しさせていただいたし、あとそうだ。ですね、サイコカーストの、LINE スタンプを出したいなとか思ってるんですよ。というのも私が使いたいっていうのもあるし、ね、皆さんにもっとね、身近に感じていただけたらいいなーって思って、出そうと思ってますって感じで、ちょっとね、今、ちまちまだけど準備はしております。ね、ヤンデレ好きが好きなやつ。いや、本当は私が好きなんでね。私が好きなんで、どうしても作るものはそっちに寄っちゃうというか、別にヤンデレものとして意識してなくても、なんか若干ヤンデレっぽくなっちゃうというところがありまして。本当ね、好きには逆らえないよね。といった感じで。ね、で、話戻してますんですけど、ライストアップ出そうかなとか思ってます。ちょっとね、今ね、ちらっとだけね、ラフならあるんですよ。ラフというか、だいたいなんか、こんな感じの構図にしたい的なだけのやつなんですけど、めっちゃ家雑いからね。ちょっと見せましょうか。お。どこだ。ここか。ちょっとね、ボールペンで書いてめっちゃ雑いやつなんですけど、なんかめっちゃでかくない？ちょっと待ってね。これ多分バカでかく表示されるやつだ。
着してでもほんとライはね、なんかヤンデレ界隈というかヤンデレもの系で結構いろいろ出してたりするんで、もしよかったらね、まあブースやらピクシブちょっと恥ずかしいけどピクシブやら見てみてください。ちなみに相馬のね、今回迎えたハッピーエンドのね、まあ非公式というか、まあ正式に書いたやつじゃないんだけど、その時のサイドエピソード的なの軽いの上げてたりします。 SS ショートストーリー上げてたりします。お、スタンプ嬉しい、使いたい。あ、よかった、そう言ってもらえると嬉しいな。こんな感じですね。めっちゃ雑いけどボールペンで書いてる、ボールペンでラフ書いただけなんでまだめっちゃ雑いんですけどね、結構使いやすい語彙集めて、あとはなんかちょっと威圧するような語彙も集めて使いたいなとか思っててこんな感じのをだいたい出したいなと思っておりますので、お楽しみに。ね、もういろいろね、やりたいことはいっぱいあるんですよ。時間が足りないっていう問題はありつつも。ね、出せてないエピソードとかね、こういうことあったよっていうプロットを書いたものは書けてないのとか結構ありますから。かわいい。よかったね、赤座よかったね。ね、ほんといろいろやりたいなとか思ってます。っていうのはちょっとね、ちまちま準備してますっていう報告かな。なんでね、これからもちょっと追っていただけると嬉しいです。あとバレンタインはぜひ投げてみてね。ブンって。唐突な俺も好きに脳を焼けたって。あらあらら。あらあらあら。これ俺も好き。おお、誰かが犠牲になっちゃった。ことでめっちゃ長くなっちゃったね。ごめんなさいね。結局私なんかエンドトークが毎回長くなっちゃうんだよね。つい楽しくなっちゃって。あと多分なんか終わって安心してるのもあるんだろうね。まあご報告できることといったらこんな感じかな。まあまた土曜日お会いしましょうって感じですかね。さすがに終わっていこうかな。他にちょっとね説明することもまあ大体説明できたかと思いますし。あ、またダメージ与えちゃったか。今回せっかくね一旦区切りなんでね、まあこういった赤座ルートもやってほしいよって言うんだったら赤座ルートも一つエンドくらいは回収しようかと思いますが、ただそういった場合ね、配信だとねどんな感じになるのかはいまいち私にも想像がつかないのよね。というのもまあ一応スキップ機能あるんでこれまで読んだとこ飛ばせるんですけど、あ、じゃあいけるかな、いけるかも。赤座ルートも見たいですエンド回収するなら一つですが、ならまあラジオ始まるんでちょっと空いちゃうかもしれませんがやりますよ。ね、結構改めてね改めてやってるとまあ私も楽しいので。赤座くんぜひ。あ、わかりました。まあじゃあ企画しておきましょうかね、ちょっとだけ空いちゃうというか、まあどうしよっかな。まあまた日にち決めますが、まあやるとしても今回みたいになんか木曜日にやるみたいな感じになるかと思いますかな。まあまたやるってなったら枠立てます。見たいです。わかりました。じゃあまあ枠立てましょうか。またいいですよね。こうやってお付き合いしてくれる人がいるのでやりますよ
ねえ、いっぱいキャーキャー言ってもらって結構楽しいんで、ね、すごいニヤニヤしちゃう。いいですよ。やりたいって言ってくれるんだったらやりますよ。ね、すごい吐息中みたいだね、こんな感じで話してると。よし、じゃあまた枠立てましょうか。じゃあさすがにね、終わる詐欺ずっとしてるからさすがに終わってこうかね。ね。じゃあまあ。このキーになっちゃったからこのキーで終わっていきましょうか。じゃあ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と、動画の高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ちなみにこれアーカイブ残るんでね、見返してるんでね。もしよかったらね、見返したりとかもしてみてください。また枠立てたらね、多分ライブのとこに追加されてるかと思います。でね、チャンネル登録した後に通知オンっていうところをポチって押してもらうと、ね、新しいライブ配信とか出た時にすぐ通知が飛ぶようになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、終わっていきましょうか。はい、お疲れ様でした。土曜日も楽しみにしてます。そう、ありがとう。じゃあね、このテンションで今日は終わっていきましょうか。ね、私も楽しくなっちゃった。じゃあ、ね、本当にありがとうございました。おやすみなさい。いい夢を。またね。バイバーイ。